2022年2月24日、ウクライナで紛争が始まった際、あなたは自分の国と国民に向けて演説しました。あなたは、NATO の助けを得て米国が奇襲攻撃、つまりあなたの国への攻撃を開始できるという結論に達したために行動していると言いました。アメリカ人にとって、これはパラノイアのようなものです。なぜアメリカはロシアに予期せぬ打撃を与えることができると思いますか？どのようにしてこの結論に達しましたか？アメリカがロシアに奇襲攻撃を仕掛けようとしていたわけではない。私は決してそうは言いませんでした。私たちはトークショーをしているのでしょうか？それとも真剣な会話をしていますか？これは素晴らしい引用です。ありがとう。私たちは真剣な話し合いをしています。私の理解する限り、あなたの基礎教育は歴史的なものですよね。はい。それでは30秒。1分で簡単に歴史的背景についてお話しさせていただきます。よろしいですか？もちろんお願いします。私たちとウクライナの関係はどのようにして始まったのでしょうか？ウクライナはどこから来たのですか？ロシア国家は中央集権国家として建設され始めました。これはロシア国家の創設の年。つまり、The year 862, when the Novgorodians, there is a city of 我が国の北西部にノブゴロド市がある。ノブゴロド人が王子を招待した862年と考えられています。スカンジナビア出身のバリアヒト出身の有力が統治することになった。これは862年のことです。1862年、ロシアは建国1000周年を祝い、ノブゴロドには建国。1000周年を記念した記念碑があります。882年、劉陸の後継者であるオレグ王子がキエフにやってきた。彼は基本的に劉陸の幼い息子の摂政としての役割を果たしており、劉陸はこの時までにすでに亡くなっていた。彼は明らかにかつて劉陸のチームのメンバーだった2人の兄弟を権力の座から外し、こうして、ロシアは発展し始め、キエフとノブゴロドに2つのセンターを構えた。ロシアの歴史における次の非常に重要な日付は988年です。これは劉陸のひ孫であるウラジーミル王子が劉氏の洗礼を受け、正統派の同胞。キリスト教を受け入れた劉氏の洗礼です。その時からロシアの中央集権国家は強化され始めた。なぜ？単一の領土、単一の経済的つながり、単一の言語、そして劉氏の洗礼の後。王子の信仰と権力は一つになりました。中央集権的なロシア国家が建設され始めた。しかし、様々な理由から古代、中世、賢明なヤロスラフによって王位継承が導入されてから少し後に彼が亡くなった後、王位継承は複雑になり、王位継承は直接受け継がれたわけではありませんでした。父親から長男へ。しかし個人から王子の生涯から彼の兄弟へ、そして、大人の線に沿って息子たちへ。これら全てが劉氏の分裂をもたらし、単一国家が一つとして建設され始めた。
これについては特別なことは何もありません。同じことがヨーロッパでも起こりました。しかし、分裂したロシア国家は、かつてチンギス・ハーンが築いた帝国の格好の餌食となった。彼の後継者であるバツカーンがルーシにやってきて、ほぼ全ての都市を略奪し、破壊しました。ちなみに、キエフが他のいくつかの都市があった南部は、単に独立を失い、北部の都市は主権の一部を保持しました。彼らは海軍に敬意を表しましたが、主権の一部は保持していました。そして、モスクワを中心として、統一ロシア国家が建設され始めた、キエフを。副ロシアの土地の南部は、ヨーロッパで形成されつつある中心部に向かって、徐々に別の磁石に引き寄せられ始めた。began to gradually gravitate towards another magnet, towards the center. That was taking shape in Europe. ここはリトアニア大公国でした。ロシア人がこの国家の重要な部分を占めていたため、リトアニアロシア公国とも呼ばれた。Because Russians made up a significant part of this state. 彼らはイニシエロシア語を話し、正統派でした。They were Orthodox. しかしその後、リトアニア大公国とポーランド王国の合併が起こりました。数年後、精神的な領域で別の組合が締結され、一部の正教会の司祭は教皇の権威に服従した。したがって、これらの土地はポーランド・リトアニア国家の一部となりました。しかし、何十年にもわたって、ポーランド人は人口のこの部分をポーランド人に変えました。彼らはそこに彼らの言語を導入し、彼らが完全にロシア人ではなく、この地域の近くに住んでいるから、彼らはウクライナ人であるという考えを導入し始めました。当初、ウクライナ人という言葉は、州の郊外、端近くに住んでいる人。または実際に国境警備に従事している人を意味していました。それは特定の民族集団を意味するものではありませんでした。そのため、ポーランド人はこれらの人々をポーランド人に変えるために最善を尽くし、原則として、ロシアの土地のこの地域を残酷ではないにしても、かなり厳しく扱いました。これらすべてが、ロシアの土地のこの地域が彼らの権利のために戦い始めたという事実につながりました。そして彼らはワルシャワに手紙を書き、キエフを含むここに人々を派遣するよう自分たちの権利の尊重を要求した。これは何年のうちのいつのことですか？それは13世紀のことでした。次に何が起こったのか混乱のないように日付を示します。そして、それより少し前の1654年にロシアの土地のこの地域で権力を握っていた人々が、ワルシャワに目を向け、繰り返しますが、彼らはロシア出身で、正教の信仰を持つ人々を送るよう要求しました。そして、ワルシャワが原則として彼らに何も答えず、ほとんど。これらの要求を拒否したかに見えたとき、彼らはモスクワに目を向け始め、モスクワが彼らを独り占めするようになった。私が何か思いついたと思われないように、これらの書類を差し上げます。
いいえ、でっち上げているとは思いません。それでも、なお、これらはアーカイブからの文書であり、コピーです。これは私たちが現在ウクライナと呼んでいるロシアの土地のこの地域で当時権力を掌握していたボフダン・フメルニツキーからの手紙です。彼はワルシャワに手紙を書き、彼らの権利の尊重を要求したが、拒否された後は、彼らをモスクワ皇帝の強力な手の下に置くようモスクワに手紙を書き始めた。ここにこれらの文書のコピーがあります。良い思い出として残しておきます。ロシア語への翻訳があり、それを英語に翻訳します。ロシアはポーランドとの戦争が始まるという事実から出発したため、彼らを直ちに受け入れることに同意しなかった。それでも、1654年、旧ロシア国家の代表権力機関であったゼムスキー・ソボールは、旧ロシアの土地のこの部分を白雲派王国の一部とする決定を下した。This part of the old Russian lands became part of the Muscovite kingdom. 予想通り、ポーランドとの戦争が始まりました。それは13年間続き、その後停戦が締結されました。Then a truce was concluded. そして、1654年のこの法律が締結された直後、私の意見では32年後、当時言われていたように、32 years later, ポーランドとの平和、つまり永遠の平和が締結されました。そしてこれらの土地、キエフを含むドニエプル川の左岸全体はロシアに譲渡され、ドニエプル川の右岸全体はポーランドに残りました。その後、エカチェリーナ2世の時代に、ロシアは南部と西部を含む全ての歴史的土地を返還しました。Russia returned all its historical lands, including the South and West. これは全て革命まで続きました。そして第一次世界大戦前、これらのウクライナ化の考えを利用して、オーストリア、Taking advantage of these ideas of Ukrainization, the Austrian General 参謀本部はウクライナとウクライナ化の考えを非常に積極的に推進し始めた。その理由は明らかです。世界大戦の前夜には、Because on the eve of the World War, of course, there was a desire to 潜在的な敵を弱体化させたいという願望があり、国境地帯に自分たちにとって有利な条件を作りたいという願望があったからです。そして、この領土に住んでいる人々は完全にロシア人ではなく、おそらく特別な民族グループでありウクライナ人であるというこの考えはポーランドで生まれましたが、この考えは、オーストリア参謀本部によって促進され始めました。19世紀には、ウクライナ独立理論家も登場し、ウクライナ独立の必要性を主張した。しかし、ウクライナ独立の柱全員がロシアと非常に良好な関係を築くべきだと主張し、これを主張したのは事実だ。しかし、1917年の革命後、ボリシェビキは国家の地位を回復しようとし、ポーランドとの戦争を含む内戦が勃発した。1921年にポーランドと和平が締結され、ドニエプル川右岸の西部が、according to which the western part, 再びポーランドに譲渡されることになった。1939年、ポーランドがヒトラーと協力し、ヒトラーが、提案した後、これらの文書は全てアーカイブにありますが、彼はポーランドとの和平、友好同盟条約を締結することを提案しました。しかし、彼はポーランドに対し、that Poland give back to Germany the so-called Danzig corridor.
ドイツ本土とケーニクセールク及び東プロイセンを結んでいた、いわゆるダンツビヒ街道をドイツに返還するよう要求した。第一次世界大戦後、領土のこの部分はポーランドに与えられ、This part of the territory was given to Poland. And the city of Danzig ダンツビ replaced ヒの代わりに Danzig. グダニスク市が誕生しました。ヒトラーはこれらの領土を平和的に放棄するよう彼らに懇願したが、ポーランド人は拒否した。しかし、それにもかかわらず、ポーランド人はヒトラーと協力し、一緒にチェコスロバキアを分割し始めました。質問してもいいですか？あなたは、ウクライナの一部は実際には何百年もロシアの土地だったと言いました。24年前に大統領に。Parts of Ukraine have actually been Russian lands for hundreds of years. だった時になぜそれを受け入れなかったのですか？やっぱり武器を持ってたんですね。なぜそんなに長くなったのですか？さて、私はすでにこの歴史的情報を得ていると言いたいと思います。退屈かもしれませんが、多くのことを説明しています。退屈ではありません。いいえ。素晴らしい。それでは、ご褒美いただき、大変嬉しく思います。どうもありがとう。そのため、第二次世界大戦前、ポーランドはドイツと協力したとき、ヒトラーの要求に従うことを拒否したが、それにもかかわらず、ヒトラーと共にチェコスロバキアの分割に参加した。しかし、ポーランドがダンツビヒ街道を放棄しなかったため、それでもポーランド人はあまりにも強硬にプレーし、ヒトラーに第二次世界大戦を彼らと一緒に始めるよう強いた。なぜ戦争は1939年9月1日にポーランドから始まったのでしょうか？ポーランドは手に負えないことが判明したからです。ヒトラーには自分の計画を実行する上でポーランドから始める以外に選択肢はなかった。ところで、私はアーカイブ文書を読みましたが、ソ連は非常に誠実に行動し、ソ連はチェコスロバキアを支援するために、ポーランドに軍隊を派遣する許可を求めました。しかし、当時のポーランド外務大臣の口からは、たとえソ連軍機がポーランド領土を通ってチェコスロバキアに向かって飛行したとしても、ポーランド領土上空で撃墜されるであろうと言われた。それは問題ではありません。しかし重要なことは、戦争が始まり、今やポーランド自身がチェコスロバキアに対して進めた政策の犠牲者となったことである。なぜなら、よく知られたモロトフ・リッペントロップ。議定書によれば、これらの領土の一部が西ウクライナを含むロシアに渡ったからだ。こうして、ロシアはソ連の名のもとに歴史的領土に戻った。私たちが言うように、これは第二次世界大戦である大祖国戦争の勝利後、これらすべての領土は最終的にロシア、ソ連に割り当てられました。そして、ポーランドは、その代償として、もともとドイツ領だった西部の領土、つまり、ドイツ東部、その領土の一部、今日ではポーランドの西部地域を受け取ったと考えられます。そして当然のことながら、彼らは再びバルト海へのアクセスを取り戻し、ポーランド語で呼ばれるようになったダンツビヒを再び取り戻しました。このようにして、この状況は発展しました。ソビエト連邦が形成されたとき、これはすでに1922年であり、ボリシェビキはソ連を形成し始め、それまでは全く存在しなかったソビエトウクライナを創設しました。これは正しいです。同時にスターリンは設立されつつあるこれらの共和国も自治体に含めるべきだと主張したが、なぜかソビエト国家の建国者レーニンはこれらの共和国にはソビエト連邦から脱退する権利があると主張した。そしてこれも理由は不明だが、彼は新興ソビエトのウクライナに
He endowed the emerging Soviet Ukraine with lands and people それまで who ウ lived クライナ in と these 呼ばれたことはなかったとしても、土地とそこに住む人々を与えた。even if they had never been called Ukraine before. 何らかの理由で、その形成中に、これらすべてがウクライナソビエト社会主義共和国に統合されました。これには、エカチェリーナ2世の時代に受け入れられた、黒海地域全体も含まれており、which was received during the 厳 time 密に言え of ば、ウクライナと Catherine は歴史的に何の関係もありませんでした。 which never had any historical relation to Ukraine. 思い出しても、これらの領土がロシア帝国に返還された1654年に遡ると、 when these territories returned to the Russian Empire, ウクライナには現代の地域が3、4つありましたが、 there were 3 or 4 modern regions of Ukraine. There was no Black Sea region そこに there. は黒海地域はありませんでした。その時は At 全く that 話すことが time, there 何もあり was ませんでし simply た。 nothing to talk about. In 1654? 1654年、はい、正確に。 You have あなたは百科事典的な知識をお持ちです。 But why しかし、 didn't you なぜ大 talk 統領 about 就 this 任後の for 最 the 初の first 22年間、 22このことについて years 話さ of なかったのでしょうか？ presidency? そのため、ソ連のウクライナは、それとは全く関係のない膨大な数の領土、 received a huge number of territories that never had anything to do with 主に it 黒 at 海 all. 地域を獲得したロシアとトルコの戦争の結果として、 They ロ were シアが once それらを part 受け of 入 the れた war 時、それら season は when かつて Russia ノボロシアと呼ばれ received てい them ま as し a た。 result of the Russian-Turkish wars. しかし、それは重要ではありません。重要なことは、ソビエト国家の創設者であるレーニンがまさにこのようにウクライナを創設したということです。 created Ukraine exactly like this. そして何十年にもわたってウクライナ共和国はソ連の一部として発展 The し、ボリシェビキ Ukrainian は Republic developed as part of the USSR and the Bolsheviks また理由は不明だが、ウクライナ側に取り組んできたソビエト連邦の指導者に were engaged in Ukrainization there. ウ Not クライナ only 出身 because 者がい there たと were いうだけで people はなく、 from Ukraine in the leadership of the Soviet Union, 一般的に根回しと呼ばれる政策があったからである。 this これはウクライ concerned ナと他の連 Ukraine 邦 and 共和 other 国に Union 関係するものであった republics. National 他ごと languages 国民 and 文化が national 導入されましたが、 cultures これは一 were 般的に introduced, 原 which 則 in として、 general, in principle, もちろん of 悪いことではありま course, せ is ん。 not bad, but し this か is し、 how これがソビエ Soviet トウクライナが Ukraine 作られた was 方法です。 created. そして And 第二 after 次世界 World 大戦後、 War ウクライナは、 Ukraine received another part of not only those territories that were 戦前ポーランド Polish 領だった before 領 the 土、 war, 今日では西ウクライナの一部だけでなく、ハンガリ but also part of the Hungarian ーと and ルーマニアの領 Romanian 土の一部も譲り受け territories. た。彼らはまた、ルーマ They ニアと also ハンガリー took から part 領 of 土の the 一部を奪い、 territories これら from の領土は、 Romania and Hungary. And these territories became ソビエト part ウ of クライナの一 Soviet 部となり、今 Ukraine. もそこにあります。 And they are still there. Therefore, したがって、もちろん、 we ウ have クライナ every はある意味で、 reason ス to ターリンの say, of course, that Ukraine, in a certain sense, 意 is 思に an よって作られた artificial 人工 state 国家であるという created by 十 the 分な理 will 由 of がある。 Stalin. ハンガリーには領土を取り戻す権利があると思いますか？そして他の国々には自分たちの土地を取り戻すことができるでしょうか？そしておそらくウクライナを1654年の国境に戻す必要があるだろうか？1654年の国境に戻す方法はわかりません。彼らはスターリンの統治時代をスターリン主義政権と呼んでいます。多くの人権侵害、他国の権利の侵害があったと誰もが言う。この意味で、もちろん彼らがその土地を返還する権利があると言わなくても、いずれにせよ、これは理解できることです。To return these lands of theirs, then, in any case, this is understandable. オルバン氏にウクライナの土地の一部を取り戻すことができると That 伝え he ました can が、 regain part of the lands of Ukraine? 私は彼にこのことを言 I ったことはあ never りませ told ん。 him this. Never. 一度もない。 Never 一度もあり once. ません。これについては We 何の会話 didn't もあり have ません any でした。 conversations about this. しかし、そこに住んでいるハンガリー人が、もちろん、 That the Hungarians who live there, of course, want to return to their 歴史あ historical る祖国に homeland. 帰りたいと思っていることは確かです。さらに、非常に興味深い話をします。話はそれますが、これは個人的な This is a personal 話で story. す。
1980年代の初め頃、私は車で当時のレニングラードから、Around the beginning of the 1980s, I went by car from what was then Leningrad, from St. サンクトペテルブル Petersburg, クからキエフを経てソ連 on を a 旅し trip た。 through the Soviet Union, through Kiev. 最初にキエフに行き、次に西ウクライナに行きました。And then I went to Western Ukraine. ベレボボという都市に入ったのですが、そこの都市や町の名前はすべてロシア語。とハンガリー語で私には理解できません。ロシア語とハンガリー語で。ウクライナ語ではなく、ロシア語とハンガリー語です。私はある村を車で通り抜けていました。黒いスリーピーススーツと黒いシルクハットを着た男たちが。家の近くに座っていた。私は尋ねました。これらはある種の芸術家ですか？彼らは私に、いいえ、彼らはアーティストではありません。ハンガリー人です。と言います。私は尋ねました。彼らはここで何をしているのですか？彼らはここが自分たちの土地であり、ここに住んでいると言いました。ここにある名前はすべてハンガリー語です。1980年代のソ連時代のことだ。彼らはハンガリー語、名前、民族衣装をすべて保持しています。彼らはハンガリー人であり、ハンガリー人のように感じています。そしてもちろん、今ではそれらは侵害されています。はい、これはよくあることだと思います。おそらく多くの国は、20世紀の変化、そしてそれ以前の国境の変化に不満を抱いていたでしょう。しかし、実際のところ、あなたはそれ以前、2022年2月までこのようなことを何も述べていませんでした。そして、あなたは NATO からの物理的脅威、特に核の脅威を感じており、これが行動を促したと述べました。私はあなたのことを正しく理解していますか？私の長い会話はおそらくインタビューのジャンルには入らないことは理解しています。したがって、最初に私はあなたに尋ねました。真剣な会話をしますか？それともショーをしますか？これは真剣な会話だと言いましたね。だから、私を怒らないでください。私たちはソビエトウクライナが誕生する瞬間に来ました。そして1991年にソ連が崩壊しました。そして、ウクライナがロシアから贈り物として受け取ったすべてのものを主人の肩から受け取りました。今日は非常に重要なポイントに来ています。結局のところ、このソ連の崩壊は実際にはロシアの指導者によって始められたのです。当時のロシア指導部が何が動機だったのかはわかりませんが、すべてがうまくいくと考える理由はいくつかあったのではないかと思います。第一に、ロシアの指導者が、ロシアとウクライナの関係の基本原則に基づいて進めたと思います。実際、私たちには共通言語があります。そこの住民の 90% 以上がロシア語を話しました。家族の絆、3人に1人は何らかの家族や友好的な絆を持っています。一般的な文化。一般的な歴史、最後に一般的な宗教です。何世紀にもわたって。単一の州内に一般的に存在。私たちの経済は非常に相互につながっています。これらは全て非常に基本的なことです。これら全てが私たちの良好な関係の必然性の根底にあります。第2に非常に重要なことですが、アメリカ国民として、そして視聴者に、もうこのことを聞いていただきたいのです。以前のロシア指導部が、
ソ連は存在しなくなり、イデオロギー的な分断線がもはや存在しないという事実から出発しました。ロシアはソ連の崩壊にも自発的かつ積極的に同意した。そしてこれはいわゆる文明化された西側諸国によって協力と同盟の申し出として認識されるだろうという事実から始まります。Civilized West as an offer for cooperation and alliance. これはロシアが米国といわゆる西側諸国全体に期待していたことだ。ドイツも含めて賢い人たちがいました。エゴン・バール氏、社会民主党の主要な政治家がいたが、彼はソ連崩壊前にソ連指導部との会話の中で、ヨーロッパに新しい安全保障システムを創設する必要があると個人的に発言し、主張していた。私たちはドイツの団結を支援する必要がありますが、米国、カナダ、ロシア、その他の中央諸国を含む新しいシステムを構築する必要があります。しかし、NATO が拡大する必要はない。それが彼が言ったことだ。もし NATO が普及すれば、すべては冷戦中と同じになるだろう。ただ、ロシアの国境に近づくだけだ。それだけです。彼は賢い老人だった。誰も彼の言うことを聞きませんでした。さらに、ある日、彼は激怒しました。この会話もアーカイブに残っています。彼は、もし私の言うことを聞かないなら、私は二度とモスクワに来ないと言いました。彼はソ連指導部に激怒した。彼は正しかった。すべては彼の言った通りに起こった。はい、もちろん彼の言葉は現実になりました。あなたはこれについて何度も話しましたが、私にはこれが完全に公平であるように思えます。そして米国の多くの人々もソ連崩壊後はロシアと米国の関係が正常なものになると考えていた。しかし、その逆が起こりました。しかし、なぜこれが起こったと思うかについては一度も説明しませんでしたか？なぜこのようなことが起こったのでしょうか？はい、おそらく西側諸国は強いロシアを恐れていますが、西側諸国は強い中国を恐れていません。西側諸国は強いロシアよりも強い中国を恐れている。なぜなら、ロシアには1億5000万人、中国には10億人が住んでおり、中国経済が年間 5% 以上の飛躍的な発展を遂げているからだはさらに多かった。しかし中国にとってはこれで十分だ。ビスマルクはかつてこう言いました。重要なのは可能性です。中国の潜在力は計り知れない。購買力変化と経済規模の点で、今日世界で最初の経済です。彼らは常に米国を追い越しており、かなり前からそのペースは高まっています。誰が誰を恐れているかは今は言いません。そのようなカテゴリーで話すの早めましょう。1991年以降、ロシアが文明人の兄弟家族に取り入れるだろうと期待していたが、そのようなことは何も起こらなかったという事実について話しましょう。あなたは私たちを騙しました。私があなたという言葉を言うとき、もちろんあなた個人のことを指すのではなく、米国のことを指します。彼らは東への NATO 拡大はないと約束したが、これは回起こり、5回の拡大の波があった。私たちはこれら全てに耐えました。私たちは彼らを説得しました。私たちは彼らにこんなことをすべきではない。彼らがここで言うように、私たちは今では私たち自身のものであり、今では私たちはブルジョワであると言いました。私たちは市場経済を持っており、共産党の権力はありません。合意に達しましょう。さらに私はすでにこのことについて公に話しました。次にエリツィン時代を考えてみましょう。灰色の猫が走ってきた瞬間がありました。これに先立ち、エリツィンは米国を訪問した。覚えているでしょうか？彼は議会で演説し、アメリカに神のご加護がありますように、という素晴らしい言葉を言いました。彼は全てを言いました。これらは合図でした。私たちを入れてください。
しかし、そうではありません。出来事はユーゴスラビアで始まりました。これに先立って、彼らはエリツォイを非常に称賛した。しかし、ユーゴスラビアで出来事が始まり、彼がセルビア人のために声を上げたとき、私たちはセルビア人を擁護するために声を上げずにはいられませんでした。そこには、複雑なプロセスがあったことは理解しています。それは理解しています。しかし、セルビア人は、私たちに近い特別な民族でもあり、正当文化を持っているなどの理由から、ロシアはセルビア人のために声を上げずにはいられなかった。が、これは何世代にもわたってとても忍耐強い人々です。どうでも。重要なことは、エリツ・ウィンが彼らを支持する声を上げたことだ。米国は何をしましたか？国際法と国連憲章に違反して、ベオグラードの爆撃が始まりました。米国は魔人を瓶から出してしまった。さらに、ロシアが反対し、憤りを表明したとき、何と言われたのでしょうか？彼らは国連憲章と国際法は時代遅れだと言いました。今では誰もが国際法を指しますが、当時は全てが時代遅れであり、全てを変える必要があると言い始めました。確かに、力のバランスが変わったので何かを変える必要があるのは事実ですが、このように変える必要はありません。はい、ところで、彼らはすぐにエリツ・ウィンに泥を投げ始め、彼がアルコール依存症であること、何も理解していないこと、何も知らないことを指摘しました。彼は全てを理解しており、全てを知っています。私は保証します。まあいいよ。私は2000年に大統領に就任しました。よし、これで全てがユーゴスラビア問題が解決した我々は関係回復に努めなければならない。ロシアが通ろうとしているこの扉をやはり開かなければならない、と思いました。さらに、私はこのことについて公に話し、繰り返しますが、ここクレムリンでのビル・クリントン氏との会合で、権力を離れるビル・クリントン氏の隣の部屋で、私は彼にこう言いました。私は彼に質問をしました。聞いてください。ビル、お元気ですか？もしロシアがNATO 加盟の問題を提起したら、それは可能だと思いますか？突然彼はこう言いました。ほら、これは面白いですね。私もそう思います。そして夕方、私たちが夕食時にやった時、彼はこう言いました。同僚やチームと話しましたが、いや、今はそれは不可能です。彼に聞いてみてください。私たちのインタビューを聞いたら、彼はそれを確認すると思います。あんなことがなかったら、絶対そんなこと言わなかったろうに。まあ、わかった。もう無理だ。その時あなたは誠実でしたか？NATO に参加しませんか？聞いてください。私は彼に質問しました。それは可能ですか？可能ですか？そして答えは、いいえ、でした。米国指導部の立場を知りたいという私の願望が誠実だったとしたら、もし彼が、はい、と言ったら、あなたは NATO に参加しますか？彼が、はい、と言えば、和解のプロセスが始まり、最終的には、パートナーの心からそうしたいという願望が見えれば、それが実現する可能性があります。しかし、それで終わりではありませんでした。まあ、そうでなくても大丈夫です。どうしてと思うのですか？その動機は何でしょうか？あなたがこのことについて苦い思いをしているのはわかります。それは理解しています。しかし、なぜあの時西側諸国があなたを遠ざけたと思いますか？この敵意はどこから来るのでしょうか？なぜ関係は改善できなかったのでしょうか？あなたから見て、その動機は何でしたか？あなたは私が彼の答えに苦い思いをしていると言いました。いいえ、これは苦々しいことではなく、ひとえに事実を述べているだけです。私たちは新郎新婦ではありません。そのような場合に生じるのは恨みや憤りではありません。私たちは彼らがそこで私たちを待っているわけではないことに気づきました。それだけです。まあいいよ。しかし、別の方法で関係を築きましょう。共通点を探しましょう。なぜこのような否定的な反応を受けたのでしょうか？これは上司に尋ねるべきことです。理由は推測することしかできませんが、私たちは大きすぎる国であり、独自の意見を持っているからなどです。
しかし、米国、私は NATO で問題がどのように解決されるかを見てきました。次に、ウクライナに関する別の例を挙げます。米国指導部は圧力をかけており、たとえ気に入らないことがあっても、すべての NATO 加盟国は従順に投票している。さて、これに関連して、2008年にウクライナに何が起こったのかをお話しします。これについては、議論されていますが、ここでは新しいことは何もお話ししません。しかし、その後、私たちは様々な方法で関係を築こうとしました。We tried to build relationships in different ways. 例えば、中東のイラクで出来事が起こりました。私たちは米国と非常に穏やかかつ冷静に関係を築きました。私は米国が北コーカサスにおける分離主義もテロリズムも支持すべきではないという問題を繰り返し提起してきました。しかし、彼らはそれでもそれを続けました。そして、コーカサス地域のテログループに関しては、政治的支援、情報支援、財政的支援、さらには軍事的支援さえも。米国とその衛星国から提供された。私はかつて同僚である米国大統領にこの問題を提起しました。そんなことはありえない、と彼は言います。証拠はありますか？私はそうです。私はこの会話の準備ができていたので、彼にこの証拠を渡しました。彼は私を見て、そして彼が何と言ったか知っていますか？申し訳ありませんが、そうでしたので引用させていただきます。彼は罰してやると言いました。私たちは長い間答えを待ちましたが、答えはありませんでした。私は FSB 長官に言います。CIA に手紙を書いてください。大統領との会話の結果はありますか？疑問符。彼は2度手紙を書きましたが、その後私たちは返事を受け取りました。この答えはアーカイブにあります。CIA からはロシアの反政府勢力と協力しているとの回答が得られ、彼らはこれが正しいと信じており、今後も反政府勢力と協力し続けるとしている。それは面白い。まあいいよ。私たちは会話が成り立たないことに気づきました。これが反対派ですか？もちろん、この場合、私たちはコーカサスで私たちと一緒に戦った分離主義者、テロリストを意味していました。それは、彼らのことだった。彼らはそれを反対と呼びました。これが2番目の点です。第3の点は非常に重要ですが、このプロセスの始まりである米国のミサイル防衛システムの構築の問題です。私たちは米国にこのようなことをしないよう説得するのに長い時間を費やしました。さらに、ジョージ・ウォーカー・ブッシュの父親であるジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッシュが私を海外訪問に招待した後、現地でブッシュ大統領と彼のチームと非常に真剣な会話が行われました。A very serious conversation took place there with President Bush and his team. 私は米国、ロシア、欧州が共同でミサイル防衛システムを構築することを提案しました。米国がイランからのミサイルの脅威に備えて作成されたと。公式に述べたにもかかわらず、それが一方的に作成された場合、我が国の安全を脅かすものであると我々は考えています。これは彼らがミサイル防衛の創設を正当化した方法である。私はロシア、米国、欧州の3つで機能することを提案しました。彼らはそれがとても面白かったと言いました。彼らは私に本気ですかと尋ねました。絶対に言います。これは何年のいつのことですか？覚えていない。これは私がジョージ。ハーバート・ウォーカー・ブッシュの招待で米国に滞在していた時にインターネットで簡単に調べることができました。今ではさらに簡単に調べることができるようになりました。誰から調べられるかをご紹介します。彼らはそれがとても面白いと言ってくれました。
私が言いたいのは、安全保障の分野におけるこのような世界的な戦略的課題を私たちは力を合わせて解決することを想像してみてください。そうすれば世界は変わります。おそらく経済紛争、さらには政治紛争も起こるだろうが、私たちは世界の状況を根本的に変えるだろう。彼は私に、はい、と答えました。彼らは私に、本気ですかと尋ねました。私は言います。もちろんです。私たちは考える必要がある、と彼らは私に言いました。私は言います。お願いします。その後、ゲイツ国防長官、元 CIA 長官、そしてライス国務長官が、このオフィスに来て、私たちは今話をしています。このテーブルでは、逆に、このテーブルを見ると、彼らはこちら側に座っていました。私、外務大臣、ロシアの国防大臣です。彼らは私に、はい、私たちはそう思いました。私たちは同意します、と言いました。私は言います。神に感謝します。素晴らしいです。しかし、彼らはいくつかの例外を除いて同意した。つまり、アメリカの大統領がどのように何らかの決定を下ろし、その後彼らのYou twice described how American presidents made some decisions. And then their チームがそれらの決定を狂わせたのかについて2回説明しましたね。その通り。結局、彼らは私たちを追い出しました。それは間違っていると思うので、詳細は言いません。結局のところ、それは機密の会話でした。しかし、私たちの提案が拒否されたのは事実です。そこで私は彼らに、聞いてください。しかし、その場合は報復。措置を取らざるを得なくなります、と言いました。私たちはミサイル防衛システムを確実に克服する攻撃システムを構築します。彼らの答えはこうだった。私たちはあなたに対してこのようなことをしているわけではありません。しかし、あなたはあなたがやりたいようにやっているのです。私たちは、これが私たちに対してではなく、米国に対してではないという事実から話を進めます。私は言います。わかりました。プロセスが始まりました。そして私たちは局長音速システム、さらには大陸間射程システムを開発し、開発を続けています。私たちは現在、米国とあの国々の両方に先駆けて極超音速攻撃システムの開発に取り組んでいます。私たちはこれらのシステムを日々改善しています。しかし、これは私たちが始めたわけではありません。私たちは別の道を行くことを提案しましたが、彼らは私たちを脇に押しのけました。次に NATO の東方への拡大についてです。そうです。彼らは私たちが言われていたように、東への NATO の拡大はなく、東へは1ミリもないと約束しました。じゃあすると彼らは、これは紙に記録されていないので、NATO を拡大するだろうと言いました。拡張は5つあり、バルト2国や東ヨーロッパ全体などが含まれていました。そして今、私は重要なことを考えています。彼らはウクライナに到達しました。2008年、ブカレストでの首脳会議で、ウクライナとグルジアに NATO への扉が開かれたと発表した。次に、そこでの意思決定がどのように行われるかについてです。ドイツとフランスは他のヨーロッパ諸国と同様に、これに反対しているようだ。しかし、後で分かったことですが、ブッシュ大統領、彼はとても強い人で、後で彼らが私に話したように強い政治家です。彼は彼らに圧力をかけ、彼らが同意することを余儀なくされました。それは面白い。まさに幼稚園の頃のようです。保証はどこにありますか？ここはどんな幼稚園ですか？この人たちはどんな人たちなのでしょうか？彼らは誰なの？彼らは彼らに圧力をかけ、彼らは同意した。そして彼らはこう言います。ウクライナは NATO には参加しない。それは知っているだろう。私は彼らにわからないと言います。2008年に同意したことは知っています。が、今後はなぜ同意しないのでしょうか？そうしたら圧力をかけられるというのです。私は彼らにこう言います。なぜ明日あなたにプレッシャーをかけないのですか？そしてまた同意するでしょう。まあ、これはナンセンスです。そこで誰に話せばいいのかわかりません。話す準備はできています。しかし、誰に話せばいいのでしょうか？保証はどこにありますか？保証はありません。これは彼らがウクライナの領土を開発し始めたことを意味します。
そこに何があったとしても、私はその背景、この領土がどのように発展したか、ロシアとどのような関係があったのかを話しました。ウクライナでは2人目、3人目は常にロシアと何らかのつながりを持っている。そして、独立宣言の結果として、独立を獲得した独立した主権のあるウクライナでは、すでに選挙が行われており、ところで、ウクライナは中立国であるとそこに書かれています。そして2008年、彼らは突然 NATO にその扉、つまり門を開いた。これは面白い映画です。私たちはそのようには同意しませんでした。そのため、ウクライナで権力を握った大統領は皆、All the presidents who came to power in Ukraine relied on the electorate, which in one way 何ら or かの形 another でロシアを treated よく Russia 扱ってく well. れた有権者に依存していた。ここはウクライナの南東部でたくさんの人が住んでいます。This is a large number of people. そしてロシアに対して肯定的な態度を取ったこの有権者を打ち負かすのは非常に困難であった。Which had a positive attitude towards ビクト Russia. ル・ヤヌコビッチが権力を掌握した。 Yanukovych came to power. しかもクチマ大統領以来初めて勝利した。 For the first time he won after President Kuchma, そして彼らはウクライナ憲法には規定されていない第3ラウンドを組織した。 which is not provided for in the constitution of Ukraine. This is a coup これは d'etat. クーデターです。 Imagine アメリカで誰かがそれを気に入らなかったと USA 想像してみ someone てくださ didn't い。 like it. 2014年。 In 2014, no, いいえ、それは以前にも起こり that ました。 happened before. After クチマ大統 President 領に続い Kuchma, てビクトル・ヤヌコビッチが選挙に勝利した。 Viktor Yanukovych won the elections. しかし、対戦相手はこの勝利を認めず、米国も対戦相手を支持し、The United States supported the opposition. And they 3ラウンドを予 scheduled 定 the した。 third これは round. 何ですか？ What is this? これは This クー is デ a ター coup です。 d'etat. The 米国 United が彼を States 支持し、 supported 第 him. 3ラウンドの結果として彼は And 権 he 力 came を掌 to 握した。 power as a result of the third round. 米 Imagine 国の誰か that が if 何か someone 気に in 入ら the ない場合、 US 米 didn't 国 like 憲法に規 something, 定されて they いない would 第3回 organize 選挙 a を組 third 織するだろ round う of と想像してみてくださ elections, い。 which is not provided for in the US Constitution. しかし、 But それにもかかわらず、 nevertheless, 彼らは they ウクライ did ナ it で in それを行い Ukraine. ました。さ Okay, て、親西側の政治家とみなされていたビクトル・ユシチェンコが権力を握った。 came to power. さて、私たちも Okay, 彼との we 関係を築き established ま a した。 relationship with him too. 彼はモ He スクワを went 訪 to 問した。 Moscow on visits. We 私た went ち to はキエフに Kiev, 行き、私も and そこ I に行きま went した。 there. We 私 met た in ち an は非公式な informal 雰囲気で setting. 会いました。 If he 彼 is が親西側であるなら、 pro-West, それは let 放 it っておいてください。 be. それはそれとして、人々は働いています。 But people work. 状況は独立したウクライナ自体の内部で発展しなければならない。 An independent Ukraine itself. 彼 After が he 国を led 率 the いた後、 country, 状況は悪化し、ついにビクトル・ヤヌコービッチが権力を掌握した。 and Viktor Yanukovych finally came to power. Maybe he おそ was らく彼 not は the 最 best 高の大統領 president や and 政治家ではなかったの politician. か I もしれ don't ないが、 know. 私 I にはわ don't からない。 want to make 私は判断したくない judgments. But the しかし、 question of 欧州連合との関 association 係 with の the 問題が生じ European た。 Union arose. しかし、私たちは常 We に have これに非常 always に been 忠実でし very た。よう loyal こそ。 to this. Welcome. し But かし、 when we この read 境界 this 協定を読んだと association き、これは agreement, 私た it ちにとっ turned て問 out 題であることが that 分か this りま was し a た。 problem な for ぜなら、 us. 私たちはウク Because ライナ we と had 自 a 由貿 free 易地域を trade 持っており、 zone with 完全な国 Ukraine, 境を開放して open おり、 customs borders, and Ukraine, according to こ this の協会によれば、ウ association, クライナ had は to ヨーロッ open パに its 対して国 borders 境 to を開放 Europe. しなければならなかっ And たの then です。そう everything すれば would 全て go が well うまく flow 私た into ちの our 市場に流れ market. 込むで We しょ told う。 them 私たちは no. 彼らに、いいえ、 That そ this れはうま wouldn't くいきません。 work. そうすれば、ウクライナとの Then we 国境 would を閉鎖 close し、 our borders with Ukraine. And 完 there 全な would 国 be 境を設ける customs ことになります と borders. 言いました。ヤヌ Yanukovych コービッチ began は to ウクライナがどれ calculate だけ how 得をし、 much どれだけ Ukraine 失う would かを計 gain 算し and 始め how た。 much it would lose. And he そして announced to 欧 his 州の取引相手に対 counterparties し in 署名 Europe する前によく考えるべきだと宣言した。 that he should think before signing. As soon as 彼 he がこれを said 発言す this, るとすぐに西側諸国の支援を受けて反政府勢力の間で破壊的な行動が始まり、 supported by the West, すべてはマイダンとウクライナのクーデターに及んだ。 and everything came to the maiden in the coup in Ukraine. つまり、ウクライナは欧州連合よりもロシアとの貿易の方が多かったということですか？確かに。貿易量はもっと大きかったものの、それは問題ではありません。重要なのは、ウクライナ経済全体の基盤となる協力関係だ。
私たちの企業間の協力関係はソビエト連邦の時代から非常に緊密でした。Cooperation ties between our enterprises have been very close since the times of the Soviet Union. There, そこでは、ある企業がロシアとウクライナの両方で最終組み立て用の部品を生産し、またその逆も同様でした。非常に密接な関係がありました。彼らはクーデターを実行した。今は詳細には触れませんが、これが間違っていると思いますが、それでも、I think this is incorrect, but still. 米国は私たちに、あなたはそこでヤヌコービッチを落ち着かせてください。そして私たちは反対派を落ち着かせます。と言った。すべてを政治的解決の道に沿って進めましょう。私たちは彼らに、分かった、同意する、やりましょう、と言いました。アメリカ人が私たちに尋ねたように、ヤヌコビッチは軍隊も警察も利用しなかった。そしてキエフの反政府武装勢力がクーデターを実行した。それはどういう意味ですか？実際のところ、あなたは誰ですか？私はこれらの質問を当時の米国の指導者に尋ねたいと思いました。彼らは誰の支援を受けてこれを行ったのでしょうか？もちろん CIA の支援があってのことだ。これはあなたがかつて働きたいと思っていた組織だと思います。おそらく神に感謝しますが、彼らはあなたをそこに連れて行かなかったのです。これは深刻な組織ですが。私がソ連の諜報機関である第一主要総局で働いていたという意味で、これらが私の元同僚であることを理解しています。彼らは常に我々の敵だった。仕事は仕事だ。技術的には彼らは全てを正しく行い、望んでいたものを達成し、権力を変えました。しかし、政治的な観点から見ると、これは大きな間違いです。もちろん、ここの政治指導者はその仕事を適切に行っていません。政治指導者はこれが何をもたらすかを理解すべきだった。そこで2008年に NATO 加盟国としてウクライナへの扉を開きました。2014年にクーデターを実行した。同時にクーデターを認めない者への迫害も始まり、まさにクーデターであった。彼らはクリミアに脅威を与えましたが、私たちはクリミアを保護下に置かざるを得ませんでした。彼らは2014年にドンバスで民間人に対して航空機と大砲を使用して戦争を開始した。ここから全てが始まりました。上空からドネツクに衝突する。飛行機のビデオ記録がある。彼らは一度大規模な軍事作戦を開始し、その後また次の軍事作戦を開始した。彼らは失敗しました。彼らはさらに準備をしています。そしてこれは依然としてこの地域の軍事開発と NATO への扉の開放を背景にしています。さて、何が起こっているのかを心配しないで済むのはなぜでしょうか？それは私たちの側の犯罪的な注意だろう。それはそういうことだろう。ただ、米国の政治的リーダーシップがロシアそのものを破壊することになるため、これ以上超えることができない一線に私たちを追い込んだだけなのです。そして私たちは同じ宗教者たち、そして実際にはロシア国民の一部を、この軍事機構の下に投げ込むことはできませんでした。つまり、紛争が始まる8年前のことだ。それでも、このステップを踏む必要があると判断したとき、何がこの葛藤を引き起こしたのでしょうか？当初、紛争はウクライナのクーデターによって引き起こされた。ちなみに、ヤヌコービチ政権と反政府勢力との間で締結された合意の保証人であるドイツ、ポーランド、フランスの欧州3カ国の代表が到着した。Who were the guarantors of the signed agreement between the Yanukovych government and the opposition? 彼らは保証人として署名した。それにもかかわらず、反政府勢力がクーデターを実行し、これらの国々は平和的解決の保証人であるという事実について何も覚えていないふりをしました。
彼らはすぐにそれをオープンに放り込みましたが、誰も覚えていません。米国の人々が野党と政府の間のこの合意について、そしてこのプロセス全体を政治の場に戻す代わりにクーデターを支援した3人の保証人について何かを知っているかどうかはわかりません。意味はありませんでしたが、信じてください。ヤヌコビッチ大統領がこれら全てに同意したため、早期選挙の準備を整えていたが、正直言って勝つ見込みはなかった。誰もがこれを知っていました。しかし、なぜクーデターを起こすのでしょうか？なぜ犠牲が必要なのでしょうか？なぜクリミアに対して脅迫をするのでしょうか？なぜ彼らはドンバスで活動を始めたのでしょうか？これはわかりません。これは誤算です。CIA はクーデター実行の任務を完了した。そして私の意見では、国務副長官の一人がこれに巨額、ほぼ50億ドルを費やしたとも言いました。しかし、これは重大な政治的間違いです。なぜこんなことをしなければならなかったのですか？同じことは負傷者も出さず、軍事作戦の開始もウクライナによるクリミアの喪失もなく合法的に実行できたはずだ。そして、もしマイダンでこのような血生臭い出来事がなかったら、私たちは指一本も離さなかっただろうし、このようなことは私たちには決して思いつかなかったでしょう。ソビエト連邦の崩壊後は全てを連合共和国の国境内に収めるべきであるということで私たちは合意したからです。私たちはこれに同意しました。しかし、特にウクライナが NATO に加盟することに決して同意しなかったため、我々は NATO の拡大には決して同意しなかった。私たちは交渉なしにそこに NATO 基地が存在することに同意しませんでした。私たちは何十年も彼らにあれもしないで、あれもしないで、とお願いしてきました。最近の出来事のきっかけは何でしたか？第1に、今日のウクライナ指導部はご存知の通り、ドンバスでの平和的解決計画が概要を示された2014年のミンスクでの出来事の後に署名されたミンスク合意を履行しないと述べた。いいえ、今日のウクライナの指導者、外務大臣、その他全ての役人、そして大統領自身がこれらのミンスク合意のいかなる部分も気に入らないと宣言しました。言い換えれば、それらは満たされるつもりはありません。そして、ドイツとフランスの元指導者たちは1年か1年。半ば前の今日、全世界に向けて、確かに、ミンスク合意に署名したが、それを履行するつもりは、彼らはただ私たちを鼻先で誘導しただけです。国務長官や大統領と話をしたことがありますか？もしかしたら彼らはあなたと話すのを怖がっていたのでしょうか？そして、もし彼らがウクライナに武器を送り込み続けるなら、あなたは行動するだろうと彼らに言いましたが、私たちはこのことについて絶えず話し合っていました。我々は米国と欧州諸国の指導者に対し、このプロセスを直ちに中止し、ミンスク合意が確実に履行されるよう訴えた。正直に言うと、どうやってやればいいのかわかりませんでしたが、やる準備はできていました。ウクライナにとっては困難であり、ドンバスにとっては独立の要素が多く、これらの地域にとっては、これは真実です。しかし、今から言いますが、私は絶対に確信していました。ドンバスに。住む人々を何とか説得できれば、ウクライナ国家の枠組みに戻るよう説得する必要があるのですが、そうすれば傷は徐々に癒えるだろうと心から信じていました。
Gradually, 徐々に領土のこの地域が経済生 when 活 this や一 part of 般 the 的な社会、 territory returns to economic life, to the general 環 social 境に戻り、年 environment, 金や社会保障を支払うようになる when と、 they 徐 pay 々に全てが pensions 一緒 and に成 social 長するでしょ benefits, then gradually everything will grow together. No う。 no いいえ、 one 誰も wanted これを this. 望んでいませんでした。誰もが軍事力の助けだけで Everyone 問 wanted 題 to を解 resolve 決し the たいと考 issue えていました only。with the help of military force. しかし、私たちはこれを許すことができませんでした。 And it all そして、 came ウク to ライ the ナで何も実 situation 行し when ない it と was 発表され announced た in とき、すべて Ukraine がこの状況になりまし that た。 they would not carry out anything. そして And 軍事 they 行動の準 also 備も始め began た。 preparations for military action. 彼らは They 2014年に started 戦 the 争を war 始 in めました。 2014. 私たちの目標はこの戦争を終わらせることです。そして私たちは2022年に戦争を始めたわけではありません。これは戦 This 争を is 止 an めるための attempt to 試みです。 stop it. Do you think you've stopped it now? I mean, have you achieved Do you 今は think そ you れを止める managed ことが to できたと stop 思 it いますか？ now? 目標は達成できましたか？いいえ、私たちの目標の一つはナチス化であるため、私たちはまだ目標を Because 達 one 成 of してい our ません。 goals is denazification. имеется в виду запрещение これはあらゆるネオナチ運動の禁止を指す。 all neo-Nazi movements. これは昨年初めにイスタンブールで終了した交渉プロセス中に我々が議論した問題の We 一つです。 discussed during the negotiation process, в Стамбуле, which ended in Istanbul early last year. но しかし、特に欧州諸国は文書への最終署名のための条件を整えることが不可欠であると私たちに言いましたので、それは私たちのイニシアチブで終わることはありませんでした。 обязательно создать условия That it was imperative to create conditions for the final signing of the documents. мои коллеги フランスとドイツの My 同僚は colleagues こう言い in ました。 France どう思 and いますか？ Germany said, Германия говорит, ну, "How do you imagine this? How will they 彼らは sign ど the うやって契 contract?" 約書に署名するのでしょうか？ пистолет 頭に銃を突きつけられて、ロシアはキエフから軍 Russia 隊を should 撤退させ withdraw るべ its きである。 troops from Kiev. 私は彼らにこう I 言いま tell す。 them, "Okay, как только мы отве- 私たちはキエフから we 軍隊を withdrew 撤 our 退させま troops した。 from Kiev. как только мы As отвергли soon as 私 we たちがキエ withdrew フから our 軍隊 troops を from 撤退させ Kiev, るとすぐにウクライナの交渉担当者はイスタンブールで наши украинские our Ukrainian negotiators immediately 達し threw たすべて into の the 合意を trash 即座にゴ all ミ our 箱に捨てまし agreements た。 reached in Istanbul. и приготовились そして彼らは米国とヨーロッパの衛星国の支援を得て長期にわたる武力衝突に備えた。 United States and its satellites in Europe. Here's 状 how the 況がどのよう situation に発展 developed. したかは次の通りです。そして今の And 状 this 況は is こんな how 感 the じです。 situation looks now. What is ナチス化とは denazification? 何ですか？ What is denazification? これは What ど does ういう this 意味ですか？ mean? 今はこれ I についてだ just け言い want たい to と思 say います。 about this now. これは非常 This に is 重 a 要な質 very 問です。 important question. Denazification. 非ナチス化。 После обретения независимости After 西側の gaining 一部のアナリストが independence, 言うように、ウクライナは独立を獲得した後、 Ukraine began to search. Украина начала искать As some analysts in the West say, свою идентичность. 自らのアイデンティティを模索し始めた。 Ничего лучше не придумала, как поставить во главу угла этой идентичности на таких そして彼らは and they ヒトラー didn't と come 協 up 力し with た時の英雄 anything たち better を、 than to put the false heroes who collaborated このアイ with デンティティの Hitler 最 at 前 the 線に置くこと以 forefront 上 of に this 優れたものを identity. 思いつきません I でした。 have already 19世紀 said 初頭に、 that at the beginning of the 19th century, когда появились теоретики, when theorists of ウ independence クラ and イナの独立 sovereignty と of 主権の理論 Ukraine 家が現れた appeared, 時、彼らは they 独立した。 proceeded from the fact Украина независимая должна иметь that an ウ independent クライナは Ukraine ロシアと should 非常 have に親 very 切で kind 良好な and 関 good 係を築くべき relations である with という事実 Russia. から出発したことを私はすでに述べた。しかし、 Due to 歴史的発展により、これらの領土がポーランドの что когда это That when these territories ポー were ランド・リ part トア of ニア the 連邦の Polish 一部であった時、 Lithuanian 彼らはウクライナ Commonwealth, 人を非常に Poland, 残忍に迫害し、 they persecuted Ukrainians quite brutally. 没収し、このアイデンティティを破壊しようとし、非常に残酷な行動をとったという事実により、これらすべてがウクライ They ナ behaved very cruelly. это все осталось в памяти. All this に残されまし remained た。 in the 人々の記 memory of 憶 the が people. И как 二次世界大戦が始まると、この極めて国家主義的なエリートの一部は、ヒトラーが自由をもたらしてくれると信じて、ヒトラーと協力し始めた。 крайне националистических Some of this extremely nationalistic elite began to collaborate with Hitler, believing и националистически настроенные элиты
That Hitler would bring them freedom. полагая, что Гитлер принесет им свободу. ドイツ軍は親衛隊でさえも Even the SS troops gave the dirtiest work of exterminating the ヒトラー Polish に協力した協 population. 力者たちにポーランド人、ユダヤ人を絶滅させるという最も汚い仕事を与えた。To the collaborators who collaborated with Hitler. Hence したがっ this て、ポー brutal ランド人、 massacre ユダヤ of the 人、ロシ Polish ア人のこの残忍な虐殺が行われたので Jewish す and。Russian population. その先頭には、バンデラ、シュレビッチといったよく知られた人物たちがいた。 At the head were persons who are well known. Bandera, Shukovich. 彼らはこれらの人々を国民的英雄にしました。それが問題なのです。そして彼らはナショナリズムやネオナチズムが他の国にも存在することを常に教えてくれます。はい、これらの目は存在しますが、私たちはそれらを粉砕しており、他の国もそれらを粉砕しています。しかし、ウクライナはそんなことはしない。ウクライナでは彼らを国民的英雄にし、彼らの記念碑を建て、旗に掲げられ、ナチスドイツのように松明を持って歩く群衆によって彼らの名前が叫ばれる。Their names are shouted by crowds who walk with torches, like in Nazi Germany. 彼らはポーランド人、ユダヤ人、ロシア人を滅ぼした人々です。 Jews and Russians. This この practice 観光 in と議論 theory まとめなければ must な be りません。 stopped. もちろん、どの国も成長しました。 Any nation has grown. 私は、彼らは共通のロシア国民の一部だと言いますが、彼らはそうではなく、 They say that they are not, 別の that 民族 they だ are と a 言います。 separate people. Well, まあいいよ。 okay, if someone 誰かが自分たちを considers 別の民族であると考えるなら、 themselves その as 人 separate に people, は then そうす they る have 権 the 利があ right り to ま do す。 so. But しか not し、 on ナ the チズムや basis ナチスのイデオロギーに基づいたものではありません。 Not on the basis of Nazi ideology. あなたはすでに持っている領土に満足しますか？ with the territory that you already have? もう終わります。 I'll finish now. ネオナチズムとナチス化について質問がありました。ウクライナ大統領がカナダを訪問したことはよく知られている。The president of Ukraine came to Canada. This is well known. しかし、西側諸 But 国 the は、 West is silent on the fact that they introduced a man into the Canadian Parliament who, 国会議長が述べたように、第二次世界大戦中にロシア人と戦った人物をカナダ議会に紹介したという事実については沈黙してい during る。 the World War II. Well, さて、第二次世界大戦中にロシア人と戦ったのは誰ですか？ during World War II. ヒトラーとその手下たち。この男は親衛隊に所属し、個人的にロシア人。That this man served in the SS troops. He personally killed Russians, Poles, ポーランド and 人、ユダヤ Jews. 人を殺害したことが判明した。ウクライナ民族主義者で結成された親衛隊部隊がこの Formed from 汚い仕事を行っ Ukrainian た。 nationalists. Did this dirty work. The ウクラ president イナ of 大統領は Ukraine カナダ議 stood 会 up 全員と along 共に with 立 the ち上がり、 entire この男を Canadian 称賛した。 parliament and applauded this man. 想像でき Can ます you か？ imagine it? ちなみに、ウクライナ大統領自身も国籍的には The ユダヤ人 president であ of る。 Ukraine himself is a Jew by nationality. それについてはどうしますか？ Hitler has ヒトラーが死ん been で dead for 80年が経 80ち、 years. ナチスドイツはもはや存在しない。これは真実です。 This is true. あなたはウクライナのナショナリズムの火を消したいと言いました。 That you want to put out this fire of Ukrainian nationalism. どうやってする How の？ to do it? 私の話を聞いてください。 Listen to me. あなた Your の質問は非常 question に is 微妙で very す。 subtle. そして私の考 And え let を me 教えてく tell ださ you い。 what I think. 怒られ You ません won't か？ be offended. もちろん気 Of 分を害 course する I つもりはあ won't り be ません。 offended. It これは would 微妙 seem なことであり、 that 非 this 常に is 卑 a 劣な質 subtle, 問である this ように is a 思われるで very しょう。 vile question. You あなた say はヒトラーがいなくなってもう that 何年も Hitler has 80 been 年も gone 経って for いると言い many ました。 years. 80 years. しかし But his 彼のビジネス business は存 lives 続します。 on. ユダヤ人、ロシア人、ポーランド人を滅ぼした人々は今も生きています。 Russians and Poles are still alive. そして大統領、現在のウクライナ大統領は The カナダ議 current 会で彼を称 president 賛 of し、 today's Ukraine
applauds him in the ス Canadian タンディングオベー Parliament. ションを送りました。私たちが目にしていることが今日起こっているとしたら、どうしてこのイデオロギーを完全に根絶したと言えるでしょうか。That we have completely uprooted this ideology if what we see is happening 疑問符 today. これが私たちの理解では否かです。 Nazification is in our understanding. Надо избавиться от тех людей, которые эту 私たちはこの理論と生活の実践を放棄し、それを守ろうとする人々を排除する必要があります。それが否かです。これが私たちの意味するところです。わかった。もちろん、私はナチズムやネオナチズムを擁護しているわけではありません。しかし、私の質問は実際的な観点からです。あなたは国全体を支配しているわけではなく、あたかも国全体を支配したいと思っているかのように私には思えます。しかし、自分がコントロールしていない国のイデオロギー、文化、何らかの感情、歴史をどうやって根こそぎにできるでしょうか？これを達成するにはどうすればよいでしょうか？ご存知の通り、それがどれほど奇妙に思えるかもしれないが、イスタンブールでの交渉中、私たちはそれが全て書面で存在し、立法レベルでの禁止を含め、ウクライナではネオナチズムが培養されないことに合意した。That neo-Nazism would not be cultivated in Ukraine, including that it would be prohibited at the legislative level. カールソンさん、私たちはこれに同意しました。We agreed on this. これは交渉プロセス中に実行できることが判明しました。そして、近代文明国家としてのウクライナにとって、ここには屈辱的なことは何もない。ナチスのプロパガンダを宣伝することを許可されている国家はありますか？そうじゃないですよね。それだけです。交渉は行われるのでしょうか？そして、なぜ今までウクライナ紛争解決に関するそのような交渉、和平交渉が行われなかったのでしょうか？疑問符？それらは複雑なプロセスの位置を調整するという非常に高い段階に達していました。が、それでも実質的には完了しました。しかし、私たちがキエフから軍隊を撤退させた後、すでに述べたように、相手側のウクライナが、これらの協定をすべて破棄し、ロシアと最後まで戦うという西側諸国、ヨーロッパ諸国、米国の支持を受け入れました。さらに、ウクライナ大統領はロシアとの交渉を法的に禁止した。彼は誰もがロシアと交渉することを禁止する法令に署名した。しかし、彼が自分自身を禁止し、全員を禁止した場合、どうやって交渉するのでしょうか？私たちは、彼がこの和解についていくつかのアイデアを提案していることを知っています。でも、何かに同意するには、対話が必要ですよね。はい。しかしあなたは、ウクライナ大統領と話すのではなく、アメリカ大統領と話すことになります。最後に、ジョー・バイデンと話したのはいつですか？いつ彼と話したか覚えていない。覚えていませんが、調べればわかります。あなたは覚えていない？いいえ、本当に全て覚えておく必要がありますか？やるべきことがたくさんあります。私たちには内政事情がある。しかし、彼はあなたが行っている戦争に資金を提供しています。はい、彼は戦争に資金を提供しています。しかし、私が彼と話したとき、それは特別軍事作戦が始まる前でした。当然のことながら、私は彼に、詳細には触れません。私は決してそんなことはしません。と言いましたが、それから次のように言いました。もしあなたが、that you are committing a huge mistake of historical proportions if you support everything. ウクライナで起きていることすべてを支持し、ロシアを押しのけようとするなら、歴史的な大間違いを犯していることになる。私は彼にこのことを話しました。ちなみに、私は彼にこのことを何度も言いました。ここで言うのが正しいと思います。それは置いておきます。彼が何を言ったの？あなたは彼に聞いてください。
あなたにとっては簡単なことです。あなたはアメリカ国民ですから、行って彼に聞いてみてください。私が私たちの会話についてコメントするのは不適切です。しかし、それ以来、2022年2月以降、彼とは連絡を取っていませんか？いいえ、話しませんでした。しかし、私たちにはある連絡先があります。ところで、私がミサイル防衛システムで協力するという提案について話したのを覚えていますか？Do you remember I told you about my proposal to work together on a missile defense system? Yes. はい。皆さんにこれを尋ねてもいいでしょう。彼らは皆生きていて元気です。神に感謝します。They are all alive and well. Thank God. 元大統領もコンドリーザ・ライスも健在で、私の意見では、ゲイツ氏、そして現中央情報局長官バーンズ氏は、当時中ロシア大使であり、私の意見では非常に成功した人物だった、大使。彼らは全員、これらの会話の目撃者です。彼らに尋ねてください。ここでも同じです。バイデン大統領が私に何と答えたか興味があるなら、彼に聞いてください。いずれにせよ、彼と私はこの話題について話し合いました。私はこれをよく理解していますが、外から見ると、外部の観察者にとって、これら全てが全世界が戦争の瀬戸際にあり、場合によっては核攻撃さえも開始されるような状況を引き起こす可能性があるように見えるかもしれません。バイデンに電話して、この問題を何とか解決しましょうと言ってみたらどうでしょうか。何を解決すればよいでしょうか？すべてがとてもシンプルです。繰り返しますが、私たちは様々な部門を通じて連絡先を持っています。この問題について私たちが何を言っているのか、そして米国指導部に何を伝えているのかをお話しします。本当に敵対行為を止めたいのであれば、武器の供給を停止する必要があります。そうすれば、数週間以内に全てが終わります。それだけです。そして、いくつかの条件で合意することが可能になります。しかし、その前に武器の供給をやめてください。もっと、シンプルなものは何でしょうか？なぜ彼に電話しなければならないのでしょうか？何を話しましょうか？それとも何を頼めばいいのでしょうか？ウクライナに特定の武器を供給するつもりですか？申し訳ありませんが、提供しないでください。何を話しましょうか？野党はこれが世界戦争や核紛争にまでエスカレートする可能性を懸念していると思いますか？いずれにせよ、彼らはそれについて話し、想像上のロシアの脅威で国民を脅迫しようとします。これは明らかな事実です。そして視力深い人々、普通の人々ではなく、視力深い人々、アナリスト。現実の政治に携わっている人々、ただの賢い人々は、これが偽物であることを完全に理解しています。ロシアの脅威は増大している。例えばポーランドやラトビアなどへのロシアの侵略の脅威のことですか？ロシア軍をポーランドに派遣するシナリオを想像できますか？これはポーランドからロシアの攻撃があった場合のみ可能です。なぜ？なぜなら私たちはポーランドにもラトビアにもどこにも利害を持っていないからです。なぜ私たちはこれが必要なのですか？私たちはそこに何の興味もありません。あるのは脅迫だけだ。あなたもよくご存知かと思いますが、彼らの主張は次の通りです。はい、彼はウクライナを侵略したので、大陸全体で領土を主張しています。あなたはそのような領有権を主張していないと明言しているのでしょうか？これは絶対に不可能です。分析家である必要はありません。ある種の世界規模の戦争に巻き込まれることは、
Getting involved in some kind of global war is contrary to 常識に common 反しま sense. す。そして世界規模の戦争は全人類を滅亡の危機にさせるでしょ And a global war will bring all of humanity to the brink of う。そ destruction. れは明らかだ。も It ち is ろん抑止力はありま obvious. す。 Of course there are deterrents. ずっと彼らは All 明 the 日ロシアが time they 戦 were 術核兵器 scaring を使用 everyone するだ with ろう。 us. That tomorrow Russia will 明 use 日は別の兵 tactical 器を使用するだろ nuclear う。いや、明 weapons. 後日には我々 Tomorrow と一 it 緒にい will た do 全員を怖が something らせていた。 else. No, the day after だから tomorrow. なん So what? These are これ just らはウク horror ライナの軍事作 stories 戦 for 使いでのロシアとの ordinary 対 people. 決のために、 In order to extract 米 additional 国の納 money 税者から from 追加 US の金を引き出すため、 taxpayers. ヨーロッパの納税者から追加の金を引き出すための一般人にとっ In てのた order だの to ホラーストーリーだ extract。additional money from European taxpayers for the confrontation with Russia in the Ukrainian theater of military operations. Goal: 目標はロシアを可能な限り弱体化させること。 to weaken Russia as much as possible. 上級上院議員の一人、ジャック・シューマー氏は昨日、我々は Chuck Schumer seemed to say yesterday that we need to ウ continue クライナ to に資 fund 金を提供し Ukraine. 続ける必要がある。そうしなければ、最終的にはウクライナ人の代わりにアメリカ兵がウクライナで戦わなければならなくなる、といったようだ。American soldiers will have to fight in Ukraine instead of Ukrainians. このよう How な do 発 you 言をどう evaluate 評価し such ます a か？ statement? これは This is a 挑発であり、 provocation, 安っぽい挑 and 発 it で is す。 a cheap provocation. なぜアメリカ兵がウク I ライナで don't 戦わなければ understand なら why ないのか理解でき American ません。 soldiers should fight in Ukraine. そこに There は are アメリカからの傭兵 mercenaries がい from る。 the United States ほとんどの there. 傭兵は Most ポーラン of ド the 出身で、2位 mercenaries は are 米 from 国の傭 Poland. 兵。 In second place are mercenaries from the United States. 3位はジョージアの傭兵 In で third す。 place are mercenaries from Georgia. If 誰かが someone 正 has 規 the 軍を派遣したい desire と to いう願 send 望を持っている regular 場合、もちろん、 troops, これは of 人類 course, を this will put 非常に深 humanity 刻 on な the 世界規 brink 模の of a 紛争の very 瀬戸際に置 serious くことになり global ます。 conflict. It is それは明らかだ。 obvious. 米 Does 国 the はこれを United 必要とし States ているで need しょうか？ this? 何のために？国土からは数 Thousands 千 of キロメートル。 kilometers from national territory. Don't 何 you かする have ことはないで anything す to か？ do? You 北 have 方 a では lot 多 of くの問題を problems 抱え at て the おり、移 border. 民の問題も抱えてお You り、 have problems with migration. 33兆ドルを超える国債の問題も抱えています。 $33+ trillion. 何 Don't かする you こと have はないです anything か？ to ウ do? クライナで Do you 戦う need 必 to 要があ fight るの in か？ロシア Ukraine? と合意した方が良いのではない Wouldn't it か？ be better to come to an agreement with Russia? To come 合 to 意に an 達するには、 agreement. 強進行している状況をすでに Already 理解しており、 understanding the situation. That is developing today. ロシアが Understanding 最後まで自国の利益のために戦うことを理解 that しています。 Russia will fight for its interests to the end. そし And て、これを理解すると、実際、常識 understanding に立ち返り、 this, in 我が国と fact, return to common sense. Begin to respect our country, its その利 interests, 益を尊重し、いくつかの解決策を探し始めま and す。 look for some solutions. この方がはるかに賢明で合理的であるように私には思えます。 That this is much smarter and more rational. Who ノ blew ルド up ストリーム Nord を爆破した Stream? のは誰ですか？ Of もち course ろん、 you あなた did. はそれをしました。その日は忙し I かった was です。 busy that day. ノルドストリームを I 爆破 didn't したわけで blow はな up い。 Nord Stream. あなた個人にはアリバイがあるかもしれませんが、CIA にはそのようなアリバイはありません。 But the CIA does not have such an alibi. NATO または CIA がこれを行ったという証拠はありますか？ That NATO or the CIA did this? 詳細は説明しませんが、そのような場合、私たちはいつも興味のある人を探してくださいと言いま But す。 in such cases, we always say, look for someone who is interested. ただし、この場合、興味がある人だけでなく、それが、 We need to look not only for someone who is interested, but also for できる someone 人 who も探 can す必要 do があり it. ます。 Because 興 there 味が may ある be 人は many たくさんいるか interested, もしれないが、誰もがバルト海の底 but に登っ not て、 everyone can climb to the この bottom 爆 of 発 the を実行 Baltic できるわけ Sea ではない and からであ carry る。 out this explosion. These これら two 3つの要素、 components つまり誰 must が be 興味を持ち、 connected. 誰が興味を持てるのかを結 Who びつ is ける必要 interested がありま and す。 who can. でもよくわか But り I ません。 don't quite understand. This これ is は the 史上 largest 最大の act 産 of 業テロ行為であ industrial り、さらには terrorism in history. And what's more, it is the CO の2の大気 largest 中への最大の release 放 of 出でもある。 CO2 into the atmosphere. しかし、あなたとあなたの諜報機関が証拠を持っているという事実を考えると、なぜ、 That you and your intelligence services have evidence.
Why don't you present such そのような証拠を提示してこのプロパガンダ戦争に勝利しないのでしょうか。プロパガンダ戦争で米国に勝つのは非常に難しい。なぜなら、米国は世界中のすべてのメディアと多くのヨーロッパのメディアを支配しているからである。ヨーロッパ最大のメディアの最終的な受益者はアメリカの財団です。これを知りませんか？したがって、あなたはこの仕事に参加することができますが、それはあなた自身にとってより高価です。情報源を強調するだけでは成果は得られません。何が起こったのかはすでに全世界に明らかであり、アメリカのアナリストさえもそれについて直接話しています。これは本当です。はい、しかし質問があります。あなたはドイツで働いていました。これはよく知られています。そしてドイツ人は、NATO パートナーがこれをしたことを明確に理解しています。もちろん、これはドイツ経済に打撃を与えた。ではなぜドイツ人は沈黙しているのでしょうか？これは私を混乱させます。なぜドイツ人はこの問題について何も言わなかったのですか？これには私も驚きました。しかし、今日のドイツの指導者は国益によって導かれているのではなく、西側諸国全体の利益によって導かれている。そうでなければ、西側諸国の行動や不作為の論理を説明することは困難である。結局のところ、それは彼らが爆破したノルドストリーム1だけの問題ではありません。彼らはノルドストリーム2に損害を与えたが、1本のパイプは健在で、ヨーロッパにガスを供給できる。しかしドイツはそれを開かない。準備は完了しました。ようこそ。ポーランドを通るもう一つのルートがあり、それはヤマルヨーロッパと呼ばれ、大量のガスの流れを運ぶこともできます。ポーランドは閉鎖した。しかし、ポーランドはドイツ人を利用し、反欧州基金から資金を受け取り、これら広し欧州基金への主な注射はドイツである。ドイツはある程度ポーランドに栄養を与えている。そして彼らはドイツへのルートを奪い、閉鎖しました。何のために？理解できない。ドイツ人はウクライナに武器を供給し、資金も提供している。ウクライナへの資金援助に関して、米国に次ぐ2番目のスポンサーだ。ドイツである。2つのガスルートがウクライナ領土を通過しています。ウクライナ人は1つのルートを閉鎖した。2番目のルートを開いて、ようこそ、ロシアからガスを受け取ります。しかし、彼らはそれをあげません。なぜドイツ人はウクライナに聞いてください。私たちはあなたたちにお金と武器の両方を与えます。バルブを開いてロシアからガスを流してくださいと言わないのですか？ドイツは欧州から液化ガスを法外な価格で購入している。これにより国の競争力のレベルと経済全体のレベルがゼロに低下します。ウクライナはドイツに資金を提供してもらいたいのでしょうか？ドイツが経済が機能するように普通に存続させて、彼らはそこからウクライナにお金を与えます。いいえ、彼らはそんなことはしません。なぜ？彼らに尋ねてください。ここも彼らの頭の中も同じです。そこの人々は非常に無能です。おそらく世界は現在3つの環球に分かれています。一方の半球には安価なエネルギーがあり、もう一方の環球にはそうではありません。私は質問をしたいです。今、世界は多極化しています。あなたの意見では同盟、ブロック、誰がどちらの側にいるのかについて説明できますか？聞いてください。世界は3つの半球に分かれているとあなたは言いました。頭は3つの半球に分かれており、1つは一途の活動領域を担当し、もう1つはより創造的な領域を担当します。しかし、まだ頭は1つだけです。世界が団結し、安全が共通であることが必要であり、この10億人のために設計されたものではありません。
And not designed for this golden billion. そしてこの場合にのみ、令和は安定し、持続可能で予測可能になります。Sustainable and predictable. そして頭が3つの部分に分かれている限り、それは病気であり、深刻な病気です。It is a disease. It is a serious disease. 世界はこの深刻な病気の時期を経験しています。 The world is going through this period of severe illness, but it しか seems し、 to とりわけ正直なジャーナリズムのおかげで、ジャーナリストは journalists 医者のように働いており、おそらくこれら全てを何らかの形で結びつけることが可能であるように私には思えます。一例を挙げます。 I'll give you one example. Well, let's just give one example. アメリカのドルは様々な形で全世界を団結させてきました。基軸通貨としてのドルはなくなると思いますか？ The dollar will disappear as a reserve currency? 制裁は世界におけるドルの地位をどう変えたのでしょうか？ご存知の通り、One of the gravest strategic mistakes of the political leadership of the 外交 United 政策闘 States. 争の手段としてのドルの使用です。 The use of the dollar as an instrument of foreign policy struggle. The ドル dollar は is the 米国の main 力の主な basis 基盤 of です。 U.S. power. 誰もがこれをよく理解していると思います。いくら紙幣 I を印 think 刷しても everyone 紙幣は understands this very well. No matter how many dollars you print, 世界中 they に飛んで fly いきま all す。 over the world. 米国のインフレは最小限で、私の意見では 3%、約 3.4% であり、 3%. Approximately 3.4%. Which is 米国にとっては absolutely 絶対に許容で acceptable きる for the 水準です。 USA. そ And しても they ちろん print 無限に印刷 endlessly. します。 Of course. 33兆ドルの借金とは何を意味するのでしょうか？ これも同じ問題です。 Nevertheless, それにもかかわらず、これは世界における米国の力を維持するための主 this な is 武器 the です。 main weapon for maintaining U.S. power in the world. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве 米国の政治指導部が政治闘争の道具としてドルを使用することを決定するとすぐに、 удар 彼らはこの米国の力に打撃を与えました。非文学的な表現は使いたくありませんが、これが愚かであり、大きな間違いです。 literariexpressions, but this is stupidity. This is a huge mistake. Вот, смотрите, 世界で何が起こっているか見てみましょう。米国の同盟国の間でもドル準備は現在減少している。 Dollar reserves are now dwindling, 誰もが何が起こっているかに注目し、誰もが自分自身を守る方法を探し始めます。 and everyone begins to look for ways to protect themselves. ну если в отношении некоторых стран США применяют But if in しかし、もし relation 米 to 国が some 一部の国 countries, に the 対して United States applies such restrictive measures 取 as 引制限 limiting や資産凍結などの制限措置を transactions, 適用するならば、これは大きな警鐘であり、 огромная тревога для then this is a huge alarm and a 全 signal 世界へ for の the シグナル whole となる。 world. вот что у нас происходило у нас 私たちに何が起こっていたのでしょうか？ 80% 2022年までロシアの対外貿易取引の約 80% はドルとユーロで行われていた。 2022, мы 80% approximately 80% of Russian foreign trade transactions were in dollars and euros. 同時に第三国との取引の約 50% をドルが占めていましたが、 наших расчетах с третьими странами. Dollars accounted for approximately 50% of our transactions with third 私の意見では countries, 現在は and now, 13% しか残っていないのです。 only 13% remain. Но не мы же But it was しかし、 not ドル we の who 使用を banned the 禁止し use た of の the は私たちでは dollar. なく、そのために努力したわけでもありません。 米国はドルでの支払いを制限することを決定しました。米国そのもの、米国の納税者の利益の観点からすれば、これは完全にナンセンスだと思います。 From the point of view of the interests of the United States itself, the taxpayers of the United States, наносит удар по それは because it 米国 hits 経 the 済に打 US 撃を与えるた economy. め、世界における米国の力を弱めることになる。 Соединенных Штатов Америки. It undermines the power of the United States in the world. Значит, расчеты в ちなみに人民 By 元 the での取 way, 引は約 our 3% でした。 transactions in yuan were approximately 3%. сейчас 34%. 現在、私たちは 34% をルーブルで支払い、ほぼ同じ 34% 強を人民元で支払います。И примерно столько же, 34%.
Just over 34% in yuan. なぜ米国はこんなことをしたのでしょうか？これは彼らの傲慢さによってしか説明できません。おそらく彼らは全てが崩壊すると思っていたでしょうが、何も起こりませんでした。さらに、産油国を含む他の国々は、including oil-producing countries, are starting to say, 石油の販売費は人民元で支払うと言い始めており、すでに実行しています。何が起こっているのか理解していますか？米国でこれを理解している人はいますか？何しているの？あなたは自分自身を選定しているのです。すべての専門家、あるいは米国の賢くて思慮深い人に聞いてください。米国にとってのドルは何ですか？ Ask any smart and thinking person in the United States. What is the dollar for the United States? あなた自身がそれを殺しているのです。実に。正当な評価だと思います。次の問題。もしかしたら、ある植民地権力を別の植民地権力と交換したのかもしれませんが、より穏やかな植民地権力と交換したのでしょうか？ブリークスは今日、より優しい宗主国である中国に支配される危険にさらされているのだろうか？これは主権にとって良いことだと思いますか？これは気になりますか？これらの恐ろしい話は私たちによく知られています。これはホラーな話です。私たちは中国と隣国です。近親者と同じように隣人を選ぶことはできません。私たちは彼らと数千キロメートルの共通の国境を持っています。これが最初です。2番。私たちは何世紀にもわたって一緒に暮らすことに慣れてきました。3番目。中国の外交政策の思想は非攻撃的であり、中国の外交政策の思想は常に妥協点を模索しており、我々もそれを認識している。次のポイントはこれです。あなたはいつも私たちに話しており、あなたは今、この恐ろしい話を穏やかな形で提示しようとしています。が、それでも、それは同じ恐ろしい話です。中国との協力の量は増加しています。中国のヨーロッパとの協力の成長率はThe growth rate of China's cooperation with Europe is greater and higher than the growth rate 中国とロシア連邦の協力の成長率よりも大きく、より高い。ヨーロッパ人に怖いかどうか尋ねてみませんか？おそらく彼らは恐れているのでしょうが、私にはわかりませんが、特に現在経済の問題に直面しているとき、彼らはどんな犠牲を払ってでも中国市場に参入しようとしています。Especially when they are now facing problems in the economy. そして中国企業は欧州市場を開拓している。米国における中国ビジネスの存在感は小さいのではないか？そうです。政治的決定により、米国は中国との協力を制限しようとしているのです。ミスター・タッカー、あなたは自分自身に不利益をもたらすことをしています。中国との協力を制限することは、あなた自身を傷つけることになります。これはデリケートな領域であり、単純な直線的な解決策はありません。ドルの場合も同様です。したがって、国連憲章の観点から見て不当な制裁を導入する前に、慎重に検討する必要があります。私の意見では、意思決定をする人には、この点で問題があります。あなたは先ほど、互いに競合する2つの同盟が存在しなければ、今日の世界はより良くなるだろうと言いました。That today the world would be much better if there were no two competing alliances that compete with each other. おそらく、あなたが言うように、あなたが信じているように、現在のアメリカ政権は、あなたに敵対しているのでしょう。しかし、おそらく米国の次期政権、ジョー・バイデン後の政府が、あなたとの関係を築きたいと思うでしょう。彼らとのつながりを築きたいですか？それとも関係ないのでしょうか？今から教えます。しかし、前の質問への回答はこれで終わります。私たちは2000億ドルを持っています。私たちは同僚、友人。
習近平主席と共に今年の中国との貿易額を2000億ドルに達するという目標を設定しました。そして私たちはこの基準を超えました。私たちのデータによると、これはすでに2300億です。中国の統計によれば、すべてをドルで計算すると、中国との貿易額は2400億ドルとなる。そして非常に重要なことがあります。それは、我が国の貿易額はバランスが取れており、ハイテク分野、エネルギー分野、科学開発の分野で相互に補完し合っているということです。とてもバランスが取れています。そしてブリークス全体についても、今年から、ロシアがブリークス議長国となり、ブリークス諸国は、非常に速いペースで発展しています。神様、誤解しないでください。1992年には、世界経済に占める G7 諸国のシェアは 47% だったと思いますが、2022年には約 30% に下がったと思います。ブリークスのシェアは1992年にはわずか 16% でしたが、現在では G7 のレベルを超えています。そして、これはウクライナでのいかなる出来事とも関係がありません。世界と世界経済の発展の動向は先ほど申し上げた通りであり、これは避けられないことです。これは今後も起こり続けるでしょう。それは太陽が昇るようなもので、それを防ぐことは不可能であり、それに適応する必要があります。米国はどのように適応しているのでしょうか？彼らはこれを制裁、圧力、爆撃、軍隊の使用などの武力を用いて行います。Bombing, the use of the armed forces. これは自信過剰と関係があります。あなたの政治エリートの人々は世界が客観的な状況によって変化していることを理解していません。そしてあなたは自分のレベルを維持するために時間通りに適切な決定を有能に下す必要があります。申し訳ありません。たとえ誰かがそうしたいとしても、優位性のレベルを維持します。ロシアとの関係や他国との関係を含め、そのような失礼な行為は逆の結果を招くという。これは明白な事実であり、今日すでに明らかになっています。あなたは今私に別のリーダーが来たら何かを変えるだろうかと尋ねました。それはリーダーに関するものでも、特定の個人の性格に関するものでもありません。例えばブッシュとは非常に良い関係を持っていました。米国は彼をあまり理解できない仲間として描いていたことは知っています。そうではないことを保証します。彼はロシアに関しても多くの間違いを犯したと思います。私は2008年のことや、ウクライナに NATO への扉を開くというブカレストでの決定などについて話しました。これは彼にも起こりました。彼はヨーロッパ人に圧力をかけました。しかし、一般的に人間的なレベルでは、私は彼と非常に親切で良い関係を持っていました。彼は他のアメリカ、ロシア、ヨーロッパの政治家よりも愚かではない。保証しますが、彼は他の人たちと同じように自分が何をしているのか理解していました。トランプと私には非常に個人的な関係がありました。それはリーダーの性格の問題ではなく、エリートたちの気分の問題です。もし、どんな犠牲を払ってでも、そして武力の助けを借りてでも支配するという考えがアメリカ社会に蔓延する。なら、何も変わらないどころか、状況は悪化するだけだ。しかし最終的に世界は客観的な状況によって変化しており、
And we must be able to adapt to them in time, using the advantages that the 米 United 国が States 現在も still 保持している利点を retains 活 today. 用して、それに間に合うように適応できなければならないという認識が得られれば、おそらく何かが変わる可能性がある。見てください。中国経済は購買力陛下の点で世界で最初の経済国になりました。量の点では、彼らは奪い合えた米国を追い越してきました。次にアメリカ、インドが来て、そこには10億人の人口がいて、その次に日本が来て、ロシアが5位になります。過去1年間、ロシアはあらゆる制裁や制限にもかかわらず、ヨーロッパで最初の経済大国になりました。あなたから見て、これは普通のことでしょうか？制裁、制限、ドルでの取引の不可能、首都との切り離し。石油を運ぶ我が国の船舶に対する制裁は我が国の航空機に対する制裁。あらゆる場所での制裁、世界で最も多くの制裁がロシアに対して適用されている。しかし、この間に私たちはヨーロッパで最初の経済国になりました。米国が使用しているツールは機能していません。さて、何をすべきかを考える必要があります。この認識が支配層エリートに伝わったら、そうです、その時、国家の第一人者が、有権者や様々なレベルで意思決定を行う人々が、彼に何を期待しているかを予想して行動するでしょう。そうしたら何かが変わるかもしれません。あなたは2つの異なるシステムについて説明し、指導者は有権者の利益のために行動するが、同時にいくつかの決定が支配階級によって下されると述べています。あなたは長年にわたり国を率いてきました。あなたの経験からアメリカでは誰が意思決定をすると思いますか？わからない。アメリカは複雑な国であり、一方では保守的ですが、他方では急速に変化する国でもあります。私たちにとってこれを理解するのは簡単ではありません。選挙で意思決定をするのは誰ですか？これを理解することは可能でしょうか？各州には独自の法律があります。各国家は自らを規制します。州レベルの選挙から誰かを排除する可能性がある。これは2段階選挙制度でございますが、これを理解するのは非常に困難でございます。もちろん、共和党と民主党という二大政党が優勢です。そして、この政党システムの中に意思決定をし、決定を準備するセンターがあります。では、なぜソ連崩壊後、ロシアに対してそのような誤った、粗暴で全く根拠のない、圧力政策が実行されたのだと私は考えますか？結局のところ、これは圧力政策です。NATO の拡大、コーカサスにおける分離主義者への支援、ミサイル防衛システムの構築。これらは全て圧力の要素である。とてもプレッシャーがあります。その後、ウクライナは NATO に引き込まれました。それは全てプレッシャーです。なぜ？これは、とりわけ、相対的に言えば過剰な生産。能力が生じたからではないかと思います。ソビエト連邦との戦いの間に多くの異なるセンターが設立され、ソビエト連邦に取り組む専門家がたくさんいましたが、他に何をするかを知りませんでした。彼らにはロシアを引き続き攻撃する必要があると政治指導部を説得しているように見えた。それを完全に破壊するように努めなければなりません。この領域にはいくつかの準国家体を作り、分割した形で征服する必要がある。私たちは将来の中国との戦いに彼らの総合的な潜在能力を活用しなければなりません。これは、とりわけ、ソ連と対峙するために働いた人々の過剰な可能性による間違いです。Due to the excess potential of those who worked to confront the Soviet Union, これを取り除く必要があります。
新たなフレッシュな勢力が登場するはずだ。fresh forces. 未来に目を向け、世界で何が起こっているかを理解している人がいるはずです。インドネシアがどのように発展しているかを見てください。そこには6億人がいます。どこでこの状況から逃れられるでしょうか？どこにもない。私たちは誰が好むと好まざるに関わらず、インドネシアが世界の主要経済国のクラブに加わるだろう。そしてすでに加わりつつあると想定する必要がある。はい、私たちは理解しており、米国ではあらゆる経済問題にも関わらず、依然として正常な状況があり、GDP 成長率が 2.5% という大幅な経済成長を遂げていると、私は考えています。しかし、未来を確かなものにするためには、変化しつつあるものへのアプローチを変える必要があります。すでに述べたように、ウクライナでの出来事がどう終わろうとも、世界はいずれにせよ変化するだろう。世界が変わりつつあります。米国自体では、米国が世界における立場を徐々に変えつつあると専門家が書いており、あなたの専門家もこれを書いており、私もそれを読みました。唯一の問題は、これがどのようにして起こるかということです。痛みを伴うように、早く、それとも優しく、徐々に。そしてこれはアメリカに反対しているのではなく、ひとえに世界の発展傾向を観察しているだけの人々によって書かれています。それだけです。それらを評価し、政策を変えるためには、考え。In order to change policies, we need people who think, who look forward. 将来を見据え、政治的リーダーシップのレベルで何らかの決定を分析し、推奨できる人材が必要です。Who can analyze and recommend some decisions at the level of political leadership. 尋ねなければなりません。I have to ask. あなたは NATO の拡大は約束違反であり、あなたの国にとって脅威であると明確に言いました。That NATO expansion was a violation of promises, and it is a threat to your country. しかし、あなたがウクライナに軍隊を派兵する前に安全保障会議でアメリカ副大統領は NATO に加盟したいというウクライナ大統領の願望を支持しました。これも敵対心を引き起こしたと思いますか？ That this also provoked hostilities? I repeat once again that we have repeatedly proposed to seek a solution to the problems. 2014年のクーデター後にウクライナで生じた問題を平和的手段で解決することを我々は繰り返し提案してきたことをもう一度繰り返します。しかし誰も私たちの言うことを聞きませんでした。さらに、米国の完全な支配下にあったウクライナ指導部は、ミンスク合意を履行しないこと。そこでの合意は何も気に入らないこと、そしてこの地域での軍事活動を継続すると突然発表した。そして並行して、この領土は軍人の訓練と再訓練のための様々なセンターを装って、NATO軍事組織によって開発されていました。実際、彼らは軍事基地を作り始めました。それだけです。ウクライナはロシア人は現地国家ではないという法律を可決したと発表し、同時に現地国家の権利を制限する法律も可決した。ウクライナで、これらすべての南東部領土をロシア国民からの贈り物として受け取ったウクライナは、突然、この領土のロシア人は現地国家ではないと発表した。これでいいですか？これら全てが総合して2014年にウクライナでネオナチによって武力手段によって開始された戦争を終わらせるという私たちの決定につながりました。ゼレンスキー大統領にはこの紛争の解決について交渉する自由があると思いますか？わからない。
そこに詳細があります。もちろん、私には判断が難しいです。しかし、彼にはそれがあると思います。少なくとも彼はそれを持っていた。彼の父親は第二次世界大戦中にファシスト、ナチスと戦った。私はかつて、彼にこのことについて話した。私は彼に、ウラジミール、それで何をしているのですかと言いました。なぜあなたは今ウクライナでネオナチを支援しているのですか？結局のところ、あなたの父親はファシズムと戦った最前線の兵士です。彼が何と答えたかは言いません。これは別の話題ですし、それは間違っていると思います。しかし、選択の自由に関する限り、なぜそうではないのでしょうか？彼はウクライナを平和に導くというウクライナ国民の期待に基づいて権力を握った。彼はこのことについて話しました。そのおかげで彼は選挙に大きなアドバンテージで勝ったのです。しかし、その後、彼が権力を握ったとき、私の意見では彼は3つのことに気づきました。まず、ネオナチや民族主義者とは口論しない方がいいでしょう。彼らが攻撃的で非常に活発で、彼らからは何も期待できないからです。そして第2に、米国を中心とする西側諸国はロシアを支援しており、ロシアと戦う人々を常に支援しており、利益があり安全である。その後、ウクライナ戦争を終わらせると国民に約束したにもかかわらず、彼は同様の立場を取った。彼は有権者を騙した。2024年2月の今、彼にはあなたの政府と話し合って。In February 2024, he has the freedom to talk to your government. なんとか国を助けようとする自由があると思いますか？一般的に彼は自分でそれを行うことができますか？なぜダメですか？彼は自分を国家元首だと考えており、選挙に勝った。しかし、私たちロシア人は2014年以降に起こったことは全てクーデターであると信じています。そしてこの意味では、今日の政府にも欠陥があります。しかし、彼は自分自身を大統領であると考えており、この立場において彼ら、米国、ヨーロッパ全土、そしてその他のほぼ全世界から認められている。なぜダメですか？彼にはできます。私たちはイスタンブールでウクライナと交渉し、そこで同意しました。そして彼はそれについて知っていました。さらに、交渉グループのリーダー、彼の姓はアラカムイヤだと思いますが、彼は今でも、与党の派閥、つまり国会の大統領派のリーダーです。彼は今も国会議事堂の大統領派閥を率いており、今もそこに座っている。彼は私があなたに話しているこの文書に予備署名さえしました。しかしその後、彼はこの文書に署名する用意があると全世界に向けて公に発表しましたが、当時の英国首相ジョンソン氏が到着し、これを思いとどまらせ、ロシアと戦う必要があると言いました。ロシアとの衝突で失ったものを取り戻すために、彼らは全てを与えるだろう。そして彼らはこの提案に同意した。ほら、彼の声明が発表されました。彼は公の場でこう言った。彼らはこの状況に戻れるのか、戻れないのか、これが問題です。彼らはそれを望んでいますか？そしてその後、ウクライナ大統領は私たちとの交渉を禁止する法令を出しました。彼にこの法令を取り消してもらいましょう。それで終わりです。私たちは交渉を拒否したことはありません。ロシアの準備はできているのかという声がよく聞かれる。しかし、私たちは拒否しませんでした。彼らは公に拒否した。まあ、彼に布告を取り消して交渉に入ってもらいましょう。私たちは決して拒否しませんでした。そして、彼らが元英国首相ジョンソン氏の要求や説得に応じたという事実が、私にはこれは馬鹿げているように思えますし何というか、非常に悲しいことです。なぜなら、ミスター・アラカムアが言ったように、1年半前には彼らはこれらの
Мы еще 1,5 года назад могли A year and a half ago, they could have stopped these 敵対行為を止 hostilities. め、この戦争を止めることができたかもしれないのに、イギリスは彼らを説得し、その後戦争を放棄したからです。And then they abandoned it. ジョンソンさんは Where is 今ど Mr. こにいますか？ Johnson now? And the そして war 戦争は続く。 continues. That's a それ good は良い質 question. 問です。なぜ彼はこんなことをしたのでしょうか？いや、分かっていても自分では理解できません。I don't understand it myself. これが一般的な This 態 is 度 the でした。 general attitude. どういうわ For けか、 some 誰もが戦場 reason, でロシアを倒すことができるという幻想を抱いていま that す。 Russia can be defeated on the battlefield. これは傲慢さ、純粋な心からのものですが、偉大な心からのものではありません。 Heart, but not from a great mind. не от большого ума. You あ describe なた the はロシアと connection ウクライナの between 関係につい Russia て and 説明し、 Ukraine. ロシアを正統派の国として説明し、 You described Russia as an Orthodox country. これについて話しました。 You talked about this. これはあなたにとって何を意味しますか？ご自身の言葉通り、 You あなた are は the キリスト leader 教 of a 国の指導者 Christian です。 country. As you describe yourself. How これ does は this あなたにど affect のような you? 影響を与えますか？すでに述べたように、988年にウラジミール王子は、 In 988, Prince Vladimir was baptized following the example of his 祖母であるオル grandmother. ガ王女の礼に倣って洗礼を受け、その後部隊に洗礼を And 授 then け、 he さらに baptized his squad. And then, gradually, А потом крестился. 数年かけて徐々にルシ全土に洗礼を授けました。 he baptized all of Russia's. それは異教徒からキリスト教徒への長いプロセスであり、何年もかかりました。 From pagans to Christians. It took many years. Но But しかし結 ultimately, 局のところ、これは正教、東方キリスト教であり、ロシア国民の意識に深く根ざしているのです。 глубоко укоренилось в сознании. it is deeply rooted in the consciousness of the Russian people. Когда Россия расширялась и впитывала ロシアがイスラム教、仏教、ユダヤ教を信仰する他の民族を拡大吸収したとき、 Buddhism and Judaism. Россия всегда относилась очень лояльно. ロシアは他の宗教 Russia を has 信仰する always 人々に been 対して very 常に非 loyal 常 to に忠 those 実でした。 people who profess other religions. This is これがその強みです。これは完全 This に is 明らかです。 absolutely clear. Однозначно. そして事実は私が今話したすべての世界の宗教、そして That and all the world religions. Сказала, которые являются традиционными религиями Российской Федерации, России. That I just talked about and which are ロ traditional シア連邦の伝 religions 統 of the 的な宗 Russian 教では実 Federation. 際、主要な理 In 論、 fact, 主要な価値観は the main theses, Очень похоже, если не сказать. the main values are very 同じである similar. とは言わないにしても、非常に似ているということです。 Это, That they are the same. да, и всегда российские власти And そして the ロシア Russian 当局は authorities have always been very careful about the culture and religion of ロ those シア帝 people 国に who 入って came きた人 into 々 the の文化 Russian と宗教 Empire. について常に細心の注意を払ってきた。私の意見では、これがロシア国家の安全と安定の基礎を This 形成 forms するもの the です。 basis for the security and stability of Russian statehood. потому что все народы населения なぜなら、ロシアに住むすべての民族は、基本的にロシアを祖国と考えているからです。 Basically, they all consider it their motherland. 人々がラテンアメリカからあなたに移住してきた場合、または人々がヨーロッパにやってきた場合、これは、 Or if people come to Europe. в Европу еще. さらに This 明 is 確 an でわかり even やすい例です clearer が、 and 彼ら more は歴史的な、 understandable example. Но But they also came from their 故郷から historical あなたやヨーロ homeland ッパ諸 to 国にやってきた場合 you, もあ or り to ます。 European countries. And people そして who ロシアで profess 様々な different 宗教を religions 信 in 仰する人 Russia, 々はロシアを祖国と考えてお they り、 consider Russia their motherland. 他に They 祖 have 国はありま no せん。 other motherland. We are 私たちは together. 一緒にいます。 This これ is は one 一つの big 大きな家族で family. す。 And そして our 私たちの伝 traditional 統的な価 values 値観 are は非常 very に似ています。 similar. When I 私が said これは that 一つ this の is 大家族 one だと言い big ましたが、 family, 誰もがそれぞれの家族 but を持っており、 everyone そ has れが their own family. And 私た this ちの is 社 the 会の基礎で basis す。 of our society. そして祖国と特定の家族が非常に結びついているといえば、その通りです。 That the motherland and a particular family are very connected. Then so it is. потому что нельзя обеспечить な な ぜ ぜ な な ら ら、私たち私たちがが国全国全体、体、祖祖国に正国に正常で常で持続持続可能可能な未な未来を提来を提供供しなけれしなければ、ば、私たち私たちの子の子供たち供たちと私と私たちたちの家族の家族にに正常な正常な未未来を保障することは不可能だからです。ロシアで For the motherland. в России так раз. 愛国心がこれほど発達しているのはその That ため is だ。 why patriotism is so highly developed in Russia.
あなたがそれを許可するなら宗教は異なります。実際のところ、キリスト教は非暴力の宗教です。キリストはこう言います。もう片方の方を向けなさい。殺してはならない。等しく理解し、他人を殺さなければなら。ないのに、どうしてリーダーがクリスチャンでいられるのでしょうか？どうすれば自分の中でこれを調和させることができますか？自分自身と家族、祖国を守ることに関して言えば、これは非常に簡単です。私たちは誰も攻撃しません。ウクライナでの出来事はどのように始まったのでしょうか？それはクーデターから始まり、ドンバスでの敵対行為の始まりから始まりました。そして私たちは人々、私たち自身、祖国、そして私たちの未来を守ります。宗教全般に関して言えば、ご存知の通り、それは外面的な現れではなく、毎日教会に行くことや、床に頭をぶつけることでもありません。それは心の中にあります。そして私たちの文化は人間中心です。ロシア文化、ロシア文学の天才として西側ではよく知られているドストエフスキーは、who is very well known in the West as the genius of Russian culture. Russian このこ literature と、ロシアの魂について多くの spoke こ a とを語 lot った。 about this, about the Russian soul. Still, それでも西洋社会はより Western 現実的です。 society is more pragmatic. Russian ロ people シア人 think は永 more 遠に about つい the てより道 eternal. 徳的、倫理的価値について考えています。 They think more about moral and ethical values. わかりませんが、あなたは私の意見に同意しないかもしれませんが、それでも西洋文化は Nevertheless, Western よ culture り is 実用 more 的です。 pragmatic. これが悪いと言っているわけではありません。これにより、今日のゴールデンビリオンが This is bad. Это дает возможность вот сегодняшнему It makes it possible for today's golden billion to 制裁、 achieve さらに good は科学など success の in 分野で大き production, な成功を収めることが even 可 in 能になります science, and so これで on. 何も問題 There's ありません nothing wrong with this. 私たち I'm は同 just じように見える saying が、私たちの意識の構築は that we 少し異 seem な to ると言 look って the いるだけで same, す。 but our consciousness is built a little differently. つまり、ここには何か超自然的な力が働いていると思いますか？ So do you see the supernatural at work? That there is something supernatural at work here? When you look 世 at 界で起 what こ is っていることを happening 見 in る the とき、無知の world, 五行が見えますか？ do you see the works of the Lord? Do こ you こで tell 私が超 yourself 人的な力 that の here 行動 I を見 see ている the と自分に actions 言い of 聞か some せますか？ superhuman forces? いや、正直に No. 言うと、そうは To 思わ be ない。 honest, I don't think so. I 私 think は世界社会は独自の that 内部 the 法に従 world って発展してお community り、それが develops according to its own internal laws. そのようなも And の they であ are ると考 what え they ています。 are. これから逃れることはできません。それは人類の歴史において常にそうでした。 это так было всегда в истории. It has always been this way in the history of mankind. 一部の民族や国は台頭し、増殖し、より強くなり、その後、慣れ親しんだ状態のまま国際舞台から去っていきました。 And then they left the international arena and the quality to which they were おそらくこ accustomed. れらの例を挙げ I る必要はな probably いでしょ don't う。 need to give these examples. 同じ大軍の征服者、ジンギス・ハーンから始まり、次に黄金の大軍、そ Genghis して、 Khan. Then with the Golden Horde. Ending 偉 with 大な the ローマ帝 great 国で終わりま Roman す。 Empire. 人類の In 歴 the 史の中で history of 偉大なローマ帝 mankind, 国のようなもの it は seems to 他に me なかったように there 私 was には思われ nothing ます。 else like the great Roman Empire. しかし、 However, 野蛮人の可能性は徐々に蓄積さ the れ、彼らの potential 打 of 撃 the の下で、 barbarians gradually accumulated. And under their blows, the ローマ Roman 帝国が Empire 崩壊しました。 collapsed. 野蛮人が増えたため、彼らは全体的に順調に発展し始め、 They began to generally 今 develop 言うように well, 経済的 as に we 強化さ now れ始めまし say, た。 economically. They began to strengthen, and the そして偉大なローマ regime 帝国が世界に押し付けた体制は that 崩 was 壊した。 imposed on the world by the great Roman Empire collapsed. 確かに、崩壊するまでには It took a 500年という long 長い time 時 to 間がかか fall りました。 apart. この、 500 years. This process of disintegration 偉大 of な the ローマ帝 great 国の崩 Roman 壊過程 Empire は500 lasted 年間続きました。 500 years. Разница в сегодняшней ситуации в том, 今日の状況 The との違いは difference 今日の with 変化の today's プロセスが situation is что тут гораздо быстрее, чем во времена Великой Римской империи.
That the processes of change 偉大 today なロー are マ帝 much 国の時代よ faster りも than はるかに during 早 the いという times こと of で the す。 Great Roman Empire. それでは人工知能帝国はいつ始まるのでしょうか？ When will the artificial intelligence empire begin? You are あなたは plunging me 私にま into すます more 複 and 雑な more 質問を投げか complex けています。 questions. もちろん In 答え order るた to めには、 answer, of course, Для того, чтобы ответить, надо you need to be an expert in the field of large numbers. больших чисел. この人工知能の分野における回数の分野の専門家である必要があります。人類には多くの脅威があります。遺伝子分野の研究はスーパーマン。 Research in the field of genetics, which can create a 特別な superman, 人物、 a 戦士、 special 科学者、ア person, スリートを生み出 a す可能性が warrior あります。 person, a scientist person, an athlete person. 今、アメリカではイーロン・マスクがすでに誰かの脳にチップを埋め込んだと言われています。 Сейчас вот говорят в США, Илон Маск Elon Musk has already implanted a chip in the brain of some person. どう思 What いま do す you か？ think of it? イーロン・マスクを止めることはできないと思います。彼は今後も必要だと考えることをするでしょ He will still do what he considers necessary. う。しかし、私たちは何らかの方法で彼と交渉する必要があり、彼を We need 説得 to する look 方 for 法を some 探す ways 必要 to があります。 convince him. It seems to me 彼は that 知的な he's 人であ an るように私には intelligent 思えます。 person. つまり彼は That 知 is, 的な人であると I am 確 sure 信 that して he い is ま an す。 intelligent person. We need 私 to たちはこ somehow のプロセスを agree いく with つかの him. 規則に But 従っ this て正規化 process する必要 needs が to ある be という点で、 canonized, 何らかの方法 subject で to 彼 some に同意する rules, 必要があ of ります。 course. думать должно о том, по поводу того, もちろん、人類は遺伝子学や人工知能におけるこれらの最新の研究や技術の発展に関連して人類に何が起こるかを考えなければなりません。 Research and technologies in genetics or artificial intelligence. 何が起 You こる can かをほぼ予 predict 測できます。 approximately what will happen. Therefore, したがって人類が核兵器によって生存の脅威を感じたとき、核兵器の不用意な使用は完全な破壊につながる可能性があることを理解していたため、すべての核兵器所有者が相 all 互に交 owners 渉を of 始めました。 nuclear weapons began to negotiate among themselves ядерном оружии because they understood договариваться, потому что понимали, что that the careless use of nuclear weapons could lead to complete, total destruction. когда When there is an 人口 understanding того, что that the unlimited and uncontrolled development of 知能 artificial や遺伝学、あるいは intelligence その他 or の現代の傾 genetics, 向の際限なく制御されない発展を止めることができないという理解がある場合でも、こうした研究 then は these 引き studies 続き will 行われ still る be でしょう。 carried これは out. 火薬 This が is 何である just かを as it 人 was 類から隠すことが impossible 不可 to 能だったの hide と同 from じです。 humanity what gunpowder is, and it そ is してある分野や impossible to 別の分野で stop 研究を research 止める in ことは one 不可能 area です or another. こうした These 研究は studies 今後 will も行わ still れるだろう。 happen. почувствовать угрозу для себя. But しか when し人類が humanity 自ら、 feels a そして threat 人 to 類全 itself, 体に対して脅威を感じたとき、これをどのように規制するかについて週間レベルで合意する時が来るのではないかと私には思われます。 Межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать. that then the time will come to agree at the interstate level on how we will regulate this. Thank you 貴重な very お時間を much 割 for いて the いただ time き you 誠にあり spent. がとうございました。もう一つ I 質問したい want の to ですが、 ask one more question. エヴァン・ガーシコビッチ、彼は32歳、アメリカ人ジャーナリスト、彼は1年以上刑務所に服役しており、 An American journalist. He has been in prison for more than a これはアメ year. リカで大きな話題になってい This る。 is a big story in the USA. あなたに聞きたいのですが、善意の印として私たちが彼を Are you ready? As a gesture of goodwill, to release him so. 米国に連れて行けるように彼を解放する準備はできていますか？ We have made 私 a たちは lot これ of までたくさ goodwill んの善意を gestures. 示してきましたが、限界に達したと思います。 So I think we have reached our limits. 私たちの善意のジェスチャーに同様のジェスチャーで答えた人は誰もいません。 No one has ever responded to our goodwill gestures with similar gestures. But しかし、原則として私たちはパートナーからの反対運動によってこれを行う可能性を排除しないという準備ができています。 that we do not exclude the possibility Не исключаем того, что мы можем это сделать при that we can do this with counter movement from our partners. наших партнеров. 私がパートナーについて話すとき、私はまず第一に特別サービスの代表者を意味します。 representatives of special services. 彼らは互いに連絡を取り合っており、この話題について話し合っていま And す they。are discussing this У topic. нас нет табу.
この問題を解決しないことにタブーはありません。私たちはそれを解決する準備ができていますが、情報機関間のパートナーチャンネルを通じて話し合う特定の条件があります。これについては同意できるように思えます。もちろん、何世紀にもわたって全てのことが起こり、国がスパイを捕まえ、逮捕し、その後彼を別の人物に変えます。もちろん、これは私には関係ありませんが、この人物は、スパイではなく、ただの子供であるという点で、この状況は異なります。そしてもちろん、彼はあなたの法律に違反したかもしれませんが、彼はスパイではありません。そして、彼がスパイをしていないことは絶対に確かです。おそらく彼はまだ違うカテゴリーにいますか？おそらく、それと引き換えに他の人に頼むのは不公平ではないでしょうか？ご存知のように、スパイとは何か、誰がスパイではないのかについては、好きなように言うことができます。ただし、法律で定められている事項もあります。人が機密情報を受け取った場合、それを秘密裏に行った場合、これは、スパイ活動と呼ばれます。これはまさに彼がやったことです。彼は非公開の機密情報を受け取り、それを秘密裏に実行しました。わかりません。もしかしたら彼らが彼を巻き込んだのか、誰かが彼をこのことに巻き込んだのかもしれません。おそらく彼は自分の意思で全てを無造作に行ったのかもしれません。しかし実際には、これはスパイ活動と呼ばれます。そして、この情報を受け取った時に私たちが彼を現行犯で捕まえたので、全てが証明されました。これらがでっち上げられた、証明されていないと見たものであれば、話は別になります。彼が秘密情報を秘密裏に受け取ったとき、私たちは彼を現行犯で捕まえた。さて、これは何でしょうか？彼はアメリカ政府や NATO のために働いていたということですか？それとも、彼は一重に彼の手に渡ってはいけない情報を受け取ったジャーナリストなのでしょうか？疑問符。結局のところ、これら3つのカテゴリーには違いがあるように思えます。彼が誰の下で働いていたのか知りません。しかし、もう一度繰り返しますが、秘密情報を秘密裏に入手することをスパイ活動と呼びます。そして彼はアメリカの諜報機関やその他の組織の利益のために働いていました。彼。モナコで働いていたとは思えない。モナコがこの情報を受け取ることに興味があるとは考えにくい。情報機関は相互に同意する必要がある。わかるでしょ？そこには特定の進展があり、私たちの意見では、特別なサービスとは関係のない人々もそこにいます。聞いてください。アメリカの同盟国である国で。In one country, in a country that is an ally of the United States, there is a man 愛国的な理由からヨーロッパの首都の一つで同族を排除した男がいます。eliminated a bandit in one of the コーカサスで European の capitals. 出来事の間に彼が何をしたか知っていますか？こんなことは言いたくありませんが、それでも言っておきます。彼は捕らえた兵士たちを、道路に並べ、彼らの頭上を車で追い越しました。この人はどんな人ですか？そして、これは人ですか？しかし、ヨーロッパの首都の一つで彼を排除した愛国者がいた。彼が自発的にこれを行ったかどうかは別の問題です。エヴァン・ガーシコビッチはそのようなことは何もしませんでしたが、それは全く別の話です。
彼は別のことをしました。彼はただのジャーナリストです。もう一度繰り返しますが、彼は単なるジャーナリストではありません。極秘情報を極秘に入手したジャーナリストだ。そうですね、それは全く別の話です。私が言っているのは、刑務所のどこにいても、本質的に米国当局の管理下にある人々についてです。そして特別なサービスの間で対話が行われます。これは静かに、冷静に、専門的なレベルで解決されるべきです。連絡先がありますので、機能させてください。あなたが言及した人物、ゲルシコビッチ氏が祖国に行く可能性を私は排除しません。なぜダメですか？彼をロシアで刑務所に閉じ込めておくのは多かれ少なかれ無意味だ。しかし、アメリカ側の情報員の同僚たちにも、我が国の情報機関が直面している問題を解決する方法を考えてもらいましょう。私たちは交渉を受け付けていないわけではありません。また、この交渉は現在も継続中であり、合意に達した例も数多くあります。私たちは今すぐに合意に達することができますが、ただ合意する必要があるだけです。解放してくれることを願っています。どうも。ありがとうございます、大統領。私も彼には最終的には家に帰ってもらいたいと思っています。私はこれを完全に誠実に言います。しかし、繰り返しますが、対話は行われています。このようなことを公表すればするほど、解決は困難になります。すべてが穏やかでなければなりません。正直、戦争のせいでこれがうまくいくかどうかはわかりません。お許しいただければ、もう一つ質問させていただきます。戦略的な理由から答えたくないのかもしれませんが、ウクライナで起こっていることがもっと大きくて悪いことにつながる可能性があるのではないかと心配していませんか？そして、例えば米国に電話して、交渉しましょうという準備はできていますか？またやる気はどのくらいですか？いいですか？私はすでに言いました。私たちは交渉を拒否したわけではありません。私たちが拒否しているのではなく、西側が拒否しているのです。そしてもちろん、ウクライナは今日では米国の衛星国だ。それは明らかだ。確かに、これが誰かに対するある種の呪いや侮辱のように聞こえてほしくないのですが、何が起こっているのかは理解していますよね。彼らは彼らに720億ドルの財政支援を与えた。ドイツは他のヨーロッパ諸国と同様に2位です。数百億ドルがウクライナに流れます。大量の兵器がそこへ向かっている。あなたはウクライナの現在の指導者にこう言います。聞いてください。交渉のテーブルに座り、合意に達し、あなたの愚かな法令や法令を取り消して、交渉のテーブルに座りましょう。私たちは拒否しませんでした。はい、あなたはすでにこれを言いました。もちろん、これが呪いではないことは十分に理解しています。そして実際、ワシントンの命令に従って行動した元英国首相の指示に基づいて、ウクライナが和平に署名することを彼らは許可しなかったと報じられた。だからこそ私は尋ねるのだが、なぜウクライナのゼレンスキー政権を支配するバイデン政権にこれらの問題に直接取り組んでみてはいけないのか。ウクライナのゼレンスキー政権が交渉を拒否したのであれば、ワシントンの指示に従ってそうしたのだと私は推測する。もしワシントンがこれが間違った決定であると判断するなら、それを放棄させてください。誰も気分を害さない微妙な言い訳を見つけてもらいましょう。
彼らにこの解決策を見つけてもらいましょう。私たちがこれらの決定を下したのではなく、彼らがそこでこの決定を下したのです。彼らにそれを拒否させてください。それだけです。しかし、彼らは間違った決断をしました。今、私たちはこの間違った決断から抜け出す方法を探し、尻尾を立てて彼らの間違いを正さなければなりませんか？彼らは間違いを犯したので、彼らに修正させてください。私たちはそれに賛成です。私があなたのことを正しく理解していることを確認したいのです。つまり、現在ウクライナで起こっていることについて交渉による解決を達成したいということです。ね。右。しかし、私たちはこれを達成し、イスタンブールで大きな文書を作成し、ウクライナ代表団の団長が署名しました。そこには彼の署名が文書全体ではなく、この契約の抜粋にあります。彼は署名をし、署名の準備はできていると言いました。そうすれば戦争は、ずっと前、1年半前に終わっていたはずです。しかしジョンソン氏が到着し、彼らにこれを思いとどまらせ、彼らはこのチャンスを逃した。まあ、彼らはチャンスを逃したし、間違いを犯した。彼らに元に戻らせてください。それだけです。しかし、なぜ私たちは誰かの間違いを大騒ぎして正す必要があるのでしょうか？私たちが行動を強化し、武器の助けを借りて、先ほど述べたように、2014年にドンバスで始まったこの戦争を終わらせることを決定したのは私たちの間違いだったと言えることを理解しています。しかし、私はあなたをさらに深く戻します。これについてはすでに話しました。あなたと私は、ちょうどこれについて話し合ったところです。次に、NATOを拡大しないと約束した1991年に戻りましょう。NATOへの門を開いた2008年に戻りましょう。中立国であることを宣言したウクライナ独立宣言に戻りましょう。NATO の軍事基地とアメリカの基地、イギリスの基地が、ウクライナ領土に現れ始め、彼らは私たちにこれらの脅威を生み出し始めたという事実に戻りましょう。2014年にウクライナでクーデターを実行したという事実に戻りましょう。それは無意味ですよね。このボールを無限に前後に転がすことができます。しかし、彼らは交渉を中止した。これは間違いですか？はい。このエラーを修正してください。私たちは準備ができています。他に何か、2年前にウクライナ領土だった地域に対する、ロシアの支配を今になって NATO が認めるのはあまりにも屈辱的だと思わないのか。That it would be too humiliating for NATO to now recognize Russia's control over what was Ukrainian territory 2 years ago? しかし私は尊厳を持ってそれを行う方法を彼らに考えさせてくださいと言いました。Let them think about how to do it with dignity. 希望があれば選択肢はあります。これまで彼らはThey have been noisy and shouting that it is necessary to achieve ロシアの戦略的敗北、戦場での敗北を達成する必要があると騒がしく叫んでいた。しかし今、彼らは、たとえそれが可能だったとしても、それが簡単ではないことを認識しているようです。私の意見では、これは定義上不可能であり、決して起こりません。今、西側諸国の権力を掌握している人々もこのことに気づいているように思えます。しかし、もしそうであれば、そしてこの認識が得られたのであれば、次に何をすべきかを今考えてください。私たちはこの対話の準備ができています。例えば NATO に対しておめでとう、あなたは勝ちました、この状況を現状維持しましょうという準備はできていますか？ご存知の通り、これは誰も私たちと交渉したくない交渉の主題です。
that no one wants to conduct with us, or, more より正確に言えば、 precisely, 彼らはそうしたいと思っていますが、方法がわかりません。 but 彼 they らが don't know それを how. 望んでいる I ことは know 分かっ they ていま want す。 it. Not only 私に can は I それ see が見える it, だけでなく、 but I 彼ら know. がそれを望んでいることは分かっていますが、どうやって、 But they just can't そ figure れを out 実 how 現す to るのか do が分か it. りません。 彼らはそれを考えて、今の状況をもたらしました。 To where we are now. ここまで事態を招いたのは私たちではなく、私たちのパートナーや But 敵 our 対者です。 partners and opponents who brought it to this point. Okay. さて、今度は逆の方向に進 Now む方 let 法 them を考 think えても about らいま how しょ to う。 turn it the other way. 私たちは拒否しま We せん。 don't refuse. Было бы смешно, если бы не было так грустно. It そん would なに be 悲しくな funny かっ if た it ら面白い weren't のに。 so sad. Бесконечная мобилизация на Украине. ウ This クライナでの endless 際限のない動員、 mobilization ステ in リ、 Ukraine, 国内問題、これらすべて、 hysteria, internal problems, all 遅 this. かれ早かれ、私たちは合意に達するでしょう。 Sooner or later we will come to an agreement. そして今日 And の状況では奇妙に聞こえるかもしれませんが、いずれにせよ、人々の間の関係は、 it may even sound strange in today's situation. Все равно отношения между Relations between peoples will 回 be 復します。 restored anyway. потребуется много времени. It will 時間 take は a かかります long が、必ず time, 回復します。 but it will recover. 珍しい例を挙げ I てみ will ます。 give unusual examples. Вот на поле боя 戦場での衝突、これは具体的な例です。 конкретный This is a specific example. конкретный пример. Украинская ウクライナ兵は包囲さ Ukrainian れた。 soldiers were surrounded. これは人 This 生にお is け a る具体的な concrete 例です。 example from life. 戦闘が起こっています。私たちの兵士たちは彼らに向かって叫びます。チャンスはない。降伏せよ。 Surrender. 出ていけ。そうすればあなたは生きられる。降参せよ。 Surrender. そしてそこから突然、彼らは上手なロシア語で、ロシア人は諦めないと叫び They ました。 shout, Russians do not give up. そして And 全員が死ん everyone だ。 died. 彼らはまだロシア人だと感じています。 In この this 意味で、 sense, 現在起こっていること what is は、ある意味 happening 内 is, 戦の要素であ to る。 a certain extent, an element of civil war. и все думают, что And そ the して西側 whole 全体は、 West この戦闘がロシア国民の一部を他の部分から永遠に引き離したと考えている。 растащили that the fighting has forever separated one part of the Russian people from the other. No. いいえ、 не произойдет. 再開は The 必ず起こり reunion ま will す。 happen. Оно никуда не それは It どこにも hasn't 行っ gone ていません。 anywhere. Почему украинские власти なぜウクライナ Why 当 are 局は the ロシア正 Ukrainian 教会を取り上げる authorities のか？ taking away the Russian Orthodox Church? потому что она なぜな Because ら、 it それは unites 領域では not な the く魂を結びつけるものであり、誰もそれを分割することはできないからです。も и никому and no one will be able to divide it. We are Why this time? finishing. う、それ Or とも do 他 you に have 何かありま something すか？ else? или что-то еще. No, I think that's great. This これ is で全て all. です。どうもありがとうございます。 Thank 大 you 統領。 very much, Mr. President.